皆さんこんにちは。ラー油古生物 CH です。今回はこのチャンネルで最近紹介した謎の生態や異質な見た目をした古代生物について解説した動画の総集編なのだ。例えばどんな感じの動画になってるの？基本的な情報はもちろん、アマルガサウルスやバジャダサウルスの神経極の使い道についてや、アラモサウルスという恐竜が大量絶滅を生き延びた話、昔70メートルと推測されたイグアノドン、パラサウロロフスの頭部の管は何に使っていたのかなどを解説していくよ。結構地味だけど知りたいところがわかるってことだね。そういうことだよ。まあ、前置きはさておき早速解説していくのだ。皆さんこんにちは。ラー油古生物チャンネルです。今日はどんな古代生物について解説していくの？今日は超万目のエドモントサウルスというハドロサウルス科について解説していくのだ。この動画ではエドモントサウルスのミイラについてや天敵であるあの有名な恐竜につけられた化石などを含め、エドモントサウルスについて詳しく解説されているのでぜひ見てね。それでは早速解説していくよ。エドモントサウルスはハドロサウルス科の中でも最大級の草食恐竜で、特にエドモントサウルスアネクテンズという種は全長約12メートル、体重 5.6 トンに達し、個体によってはこれ以上にも達しているやつなんかがいたんだ。ちなみに保存状態の良い標本がいくつも見つかっていたり、皮膚の印象や腸の内容物まで確認されているよ。これらは後に解説するので待っていてね。エドモントサウルスはハドロサウルス科といってももっと細かく言うと何に分類されるの？それはサウロロフィナエで別名ハドロサウルス亜科に分類されるとされ、このグループには他にブラキロフォサウルス、マイアサウラ、サウロロフスなどが含まれるのだが、新しい研究で現在ではエドモントサウルスはシャントゥンモサウルスやケルベロサウルス、ライアンモサウルスなどを含むエドモントサウルス亜科の代表的な属とされているよ。そして昔はいろんなエドモントサウルスがいたが、現在有効な種が2つでエドモントサウルス、レガリスのタイク種とエドモントサウルス、アネクテンズだけとされているよ。ちなみになんだけどこの2種って何が違うの？それぞれの違いとしては、エドモントサウルス、レガリスは白亜紀後期のカンパニアン紀後期のカナダ、アルバータ州ホース州、キャミオン層から知られているが、エドモントサウルス、アネクテンズは白亜紀末のマーストリヒチアン紀後期のカナダとアメリカ、サスカチュワン、モンタナ、サウスダコタ、ワイオミングから発見されていること。エドモントサウルス、アネクテンズはエドモントサウルス、レガリスと比較して頭骨がより長く低く頑丈でなく、櫛状のトサカを変えている点で異なっていること。ブレッド、サーマンは両者が同種のオスとメスである可能性を提唱したが、エドモントサウルス、レガリスの標本は全てエドモントサウルス、アネクテンズよりも古い地層から見つかっていることが違ってくるよ。また生態の推定全長は種によって異なり、9メートルから12メートル、最大で13メートルに達する可能性があり、体重は4トンに及んだんだ。エドモントサウルス、アネクテンズは比較的小型とされることが多く、代表的な標本は約8メートルから9メートルだったが、これらは生態の可能性が高いく、実際には12メートル近い大型個体の報告もあるよ。さらにロッキー博物館の研究中の標本からは、エドモントサウルス、アネクテンズが最大で15メートルに成長し得た可能性が示唆されているのだ。このサイズは13トンに達したとされる近縁種シャントゥンモサウルスと類似しているが、これほどの巨体は非常に稀だったと考えられているらしいよ。2022年の研究では、エドモントサウルス、アネクテンズの骨組織学と成長に基づき、これまでの大きさの推定が過小または過大だった可能性があると示唆され、完全に成長した生態の全長は最大で11メートルから12メートル、平均的な体重は約 5.6 トンと推定された。ルース、メイソン恐竜採石場などの標本の比較から、最大個体は 6.6 トンから7トンに達した可能性もあるのだ。なんとなくだけどエドモントサウルス、レガリスとエドモントサウルス、アネクテンズの違いを知ることができたよ。ありがとう。じゃあここからはエドモントサウルスの2種の違いではなく、
生態について解説していくよ。 OK お願いするよ。まずエドモントサウルスは平均9メートルから12メートルほどと史上最大級のハドロサウルス類の一つで、長く平らな尾とアヒルのようなくちばしを持ち、ずんぐりとした体格をしていたのだ。しかしながら前肢は後肢ほど頑丈ではないが、立ち上がったり4足歩行するには十分であったよ。生息していた場所はどこら辺りなの？エドモントサウルスが生息していた地域は北米西部全体でコロラドからアラスカに広がり、沿岸部やエリアに生息していたと考えられているよ。ちなみに単体で生活していたわけではなく、群れで行動していた証拠もあり、当時はかなりの量のエドモントサウルスの群れが至る所にいたとされているのだ。だがしかしエドモントサウルスの生息期間と生息地理的範囲はあのティラノサウルスと重なっており、デンバー自然科学博物館に展示されているエドモントサウルスの生態の標本にはティラノサウルスに噛まれた痕跡が尾に見られるよ。その証拠として腰から数えて13番目から17番目の椎骨には動物の右後方からの攻撃と一致する損傷したトゲがあって、1角のトゲは一部が切断されていて、他のトゲは屈曲していて、3巣には明らかに歯で刺された跡があるのだが、尾の先端部の高さは少なくとも 2.9 メートルあり、同じ岩層から発見された重機薬類でそのような攻撃を行うのに十分な高さがあったのはレックスの実であることが知られているため、このエドモントサウルスを襲ったのはティラノサウルスだとする裏付けになっているよ。余談だが、このエドモントサウルスの骨は部分的に治癒しているため、ティラノサウルスから逃れることに成功しているが、損傷の痕跡が完全に消える前に死亡したことが判明しているのだ。そんなエドモントサウルスたちは襲われ数が減っても、もちろん体が大きいことや群れで行動しているのも相まって、たくさんの食事をとるため、エドモントサウルスの歯は常に生え変わり、数百本の歯が子孫に収められていたが、実際に使用されていたのはごく一部だったのだ。この構造のことをデンタルバッテリーっていうのよね。そうなのだ。エドモントサウルスはそんなデンタルバッテリーとなっている歯と幅広いくちばしを使い、食物を噛み砕いたり小枝から早芽を引き剥がしたりしていたと考えられているよ。さらに歯列が顎の外側から奥まっている構造や他の解剖学的特徴から、エドモントサウルスはリスなどと同じように頬のような構造を持っており、これによって食物を口の中に保持していたと推測されるんだ。実はエドモントサウルスは高い位置の植物も食べることができ、サイズ的に二足歩行になると採食可能な高さは地表から最大約4メートルほどだったよ。ちなみに1960年から1970年代にはエドモントサウルスのようなハドロサウルス科は水生の恐竜で水中の植物を食べていたり、ジンベエザメみたいに無脊椎動物をろ過接触していたという説が一般的だったんだ。例えばモリスという学者はそのくちばしの構造から現代のアヒルに似た食性を持つと考えたほどだよ。しかしくちばしの形状がむしろ草食性のカメに近いことから、今ではこの説は否定されたのだ。それでもの研究で歯の微細な摩擦痕が発見されたことで、エドモントサウルスは主に草食で杉菜のようなシリカに富む植物や地面の土を摂取していた可能性が示唆されたんだ。ちなみに歯の構造は切断と粉砕の両方に適していたよ。かなりいろいろなことが分かっているんだね。これも多くの状態の良い化石が見つかっただね。そういえば冒頭で話したエドモントサウルスのミイラなどについて話してほしいよ。 OK なのだ。エドモントサウルスのミイラはシュテルンバーグ夫妻が収集したものなのだが、研究を進めていくと腸の内容物が含まれていた可能性があると報告したのだ。かなり大発見だね。それでその腸の内容物はどんなものが含まれていたの？確かに大発見ではあるんだけど、チャールズ Hシュテルンバーグはアメリカ自然史博物館の標本に炭化した腸の内容物が含まれていたと報告しているが、この物質については記載されていなかったり、ゼンケンベルク博物館の標本に残された植物については記載されているものの、解釈が困難であることが判明しているのだ。だが死骸から発見された植物には針葉樹のカニンガム、エレガンスのハリハ、針葉樹と広葉樹の小枝、
そして多数の小さな種子や果実が含まれていたことが分かっているよ。しかしこれもこれらの植物が死後に死骸に流れ込んだ可能性を否定できなかったんだ。なんだ、せっかくの発見なのに曖昧なことしか分かんなかったのか。確かに曖昧かもしれないけど、当時ハドロサウルス科は水生動物であると考えられており、例外ではなくもちろんエドモントサウルスもその説に含まれていたのだが、ミイラ化石の影響でジョン・オストロムがハドロサウルス科が水生であるという古い解釈を再評価する記事の中でこのことを取り上げることになったのだ。彼はこの発見を水生モデルに適用させようとするのではなく、ハドロサウルス科が陸生の草食動物であったという一連の証拠として使用し、今では彼のハドロサウルス科が陸生動物であるという解釈は一般に受け入れられているよね。じゃあこのミイラ化石はエドモントサウルスの食べ物の正体を知る手がかりにはあまりならなかったが、この恐竜が所属しているハドロサウルス科全体の研究には大いに貢献したのね。まあミイラ化石は他の部分でも重要視されてるので一概には言えないけど、少なからず研究には大いに貢献したよね。ということで今回はエドモントサウルスの解説でした。今回の解説で古生物学に興味を持っていただけたら幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ずんだもん先生、最近ネットニュースで見たんだけど、ケナガマンモスの絶滅理由が話題になっていたんだけど知っている？花粉症が影響して絶滅した説だよね。花粉症が辛いのはよくわかるけど、なんで絶滅してしまったの？じゃあ今回はケナガマンモスの基本情報を解説するとともに、今まで見つかっているミイラや花粉症で絶滅した説について紹介していくのだ。正式的な学名はマムーサス・プリミゲニウスといい、マンモスといえばという見た目をしているケナガマンモスはおよそ50万年前から4000年前にかけて繁栄し、ユーラシア大陸の中国中部から朝鮮半島、シベリアと北西ヨーロッパや北海道、北アメリカ大陸に生息していた超微類のシベリアの永久凍土からミイラが発掘されている古代生物なのだ。マンモスは現代のアフリカゾウとほぼ同じ大きさで、オスの肩までの高さは 2.67 メートルから 3.49 メートル、体重は 3.9 トンから 8.2 トンであったよ。メスの肩までの高さは 2.3 メートルから 2.6 メートル、体重は 2.8 トンから4トンであったんだ。サイズに比べて体重がかなり重かった可能性があるのね。でもなんでこんなにばらつきがあるの？それはケナガマンモスの生息域全体で大きさにばらつきがあるからなんだ。例えば西ヨーロッパの個体はシベリアの平均 2.66 メートルから 2.94 メートル、体重は 3.9、5.2 トンの個体より平均 2.99 メートルから 3.31 メートル、体重は 5.2 トンから 6.9 トンとかなり大きいのだ。ちなみに本発見されてる中で最大の個体はドイツのジークスドルフ標本で、肩までの高さは 3.49 メートル、体重は 8.2 トンだよ。そんなマンモスは最終氷河期を含む氷河期の寒冷な環境によく適応するため、よく知る象の見た目と少しだけかけ離れていて、全身が毛皮で覆われ、外側は長い保護毛で覆われ、下毛は短めだったんだ。毛の色は暗い色から明るい色まで様々で、耳塔は凍傷と熱損失を最小限に抑えるため短くなっていたよ。ケナガマンモスの耳が小さいわけは、熱を無駄に失わないためなどの理由があったのね。ちなみに、ケナガマンモスの耳の長さは約38センチ、幅は18センチから28センチで、象と言ったらで有名なアフリカゾウの耳の長さは約 1.7 メートルで、幅は1メートルほどだったのだ。アフリカゾウの耳ってそこまで大きかったのね。でも逆になんでそんなに大きい耳を持っていたの？アフリカゾウがそこまで耳がでかかったのは体の熱を逃がすためなんだ。通常動物は汗をかいたり、犬のようにハーハーと息をすることで体温を調整するのだが、汗をかくことで水分補給が必要になるが、象が生息する環境では十分な水を確保するのが難しく、命に関わる可能性がありるんだ。
また鼻が長いため口から空気を出して体を冷やすこともできないよ。そのため耳を動かす方法で体温を調整しているのだ。そんな象の耳には細かい血管が網目状に張り巡らされており、耳を動かすことで血液を空気にさらして冷やす仕組みになっているんだ。そのため大きい耳の方がより効率的に冷やすことができるため、アフリカゾウはあそこまででかい耳を持っているのだ。ということは、寒い地域に生息すると、耳が小さくなり、暖かい地域になるにつれ、耳が大きくなるってことね。まあ、そんな感じなのだ。ちなみになのだが、ケナガマンモスの寒さ対策は、耳や尻尾以外にも脂肪があったのだ。マンモスの皮膚は、現代の象の皮膚と同程度の厚さで、1.25 センチから 2.5 センチほどだったのだが、皮膚の下には最大10センチの厚さの脂肪層があり、これにより体温を保つのに役立っていたよ。ケナガマンモスには寒さ対策以外にも特徴があったのだ。それが変形した節歯の非常に長い牙で、現代のどの象の牙よりも湾曲していたんだ。知られている最長の有の牙は長さ 4.05 メートル、重さは 115.5 キログラムで、シベリアで発見された長さ 4.30 メートルの牙についての歴史的報告もあるよ。だけど、一般的なオスのサイズは、長さ 2.4 メートルから 2.7 メートル、重さ45キログラムだよ。メスの牙は小さくて細く、長さは 1.5 メートルから 1.8 メートル、重さは9キログラムなのだ。平均サイズの個体でも重そうなのに、今のところ最大の牙を持つ個体は、平均サイズの人間を2人、口先につけてるのと同じだから、首の筋肉とかすごいんじゃない？確かに頸部の筋肉とか、かなり発達していたらしいよね。そんなマンモスの牙は、通常非対称で形状に大きな個体差があり、下向きに曲がるものや短く折れたものも存在しているよ。胞子は生後6ヶ月で小さな乳牙が生え、1年後に永久牙へと生え変わったとされ、牙の成長は一生続くが、成体になるにつれて速度が遅くなり、年間 2.5 センチから15センチ伸びるとされているのだ。昔の人間が描いたとされる洞窟壁画には、牙が小さい、またはないマンモスが描かれているものもあるが、それが現実を反映したものか芸術的表現かは不明なんだ。そういう昔の人が描いた壁画は、一生の間には見に行きたいわ。ラスコーの壁画とかとてもおすすめだよ。今まで解説したケナガマンモスには、永久凍土という天然の冷凍庫みたいな場所からミイラとして見つかっているんだ。その中でも有名な個体を紹介するよ。その個体はユーバなのだ。ユーバは約4万年前に推定生後1ヶ月で死亡したとされる幼いケナガマンモスなんだ。2007年5月に西シベリア地方に住むネネツ人でトナカイの飼育と猟師を生業にしているユという男性がロシアの北極圏に属するヤマル半島で幼いマンモスの死体を発見したことで明らかになったのだ。ユーバの全長は114センチメートル、体重は50キロ、体高は85センチメートルで、大型の犬とほぼ同じ大きさであったよ。この情報だけ聞くと、大型犬サイズのミイラが発見されただけなんだけど、何が大発見なの？それは、ユーバのミイラには、DNA が良好に保存されていたのだ。ってことは、ジュラシックパークみたいに、マンモスが復活するかもしれないってこと？そうなのだ。今では2028年に復活するとも言われていて、米バイオ企業コロッサル、バイオサイエンシズは、ケナガマンモスの特徴を一部再現した遺伝子組み換えマウス、ケナガネズミを発表したんだ。このマウスは、丸まったヒゲや通常よりも長く明るい色の体毛を持ち、マンモスが寒冷地に適応できた DNA 配列との関連性を研究するために利用されているよ。ネズミの遺伝子をケナガマンモスの遺伝子と組み換えれるってことは、今後現存する像もできて、2028年かはわからないけど、いつか復活しそうだわね。まあネズミのように繁殖させやすい動物とは違って、アフリカゾウとかは繁殖させず落絶滅しかけてるから難
しそうだけど、いつかは復活しそうだよね。でも復活したとしても、今日のネットニュースで見たように、花粉が飛ぶ時期になったら、花粉症で絶滅してしまいそうじゃない？では、その謎を解くためにも、お次はケナガマンモスが花粉症で絶滅した説について解説していくよ。ニューズウィークによると、マンモスの絶滅原因について、マンモスは花粉症のようなアレルギー反応を起こし、それが個体数の減少に関与した可能性があるというよ。イスラエルやイタリアなどの研究チームがシベリアの凍土から発見されたマンモスの冷凍組織を分析したところ、免疫グロブリンという抗体とともに、花粉粒子に似た有機化合物が検出されたんだ。これにより、マンモスが花粉に対するアレルギー反応を示していた可能性が浮上したということらしいのだ。ケナガマンモスは約500万年前から地球上に生息し、氷河期末期の約1万年前から数を減らしていったとされるのだが、研究チームは気候変動によって花粉の毒性や飛散量、飛散時期が変化したことで、マンモスの嗅覚に支障をきたした可能性があると指摘しているんだ。特に繁殖期において、嗅覚が損なわれたことで、仲間や交尾相手を探し出すことが困難になり、それが個体数の減少につながったのではないかとジェス・トムソンは発言したらしいよ。この研究結果が正しければ、マンモスの絶滅は単なる環境変化や人間の狩猟活動だけでなく、花粉症という一見地味な要因によっても加速された可能性があることになるのだ。この新しく提唱された説には賛否両論あり、人みたいに花粉症対策の薬とかがないからマジで苦しそうなどの意見もあれば、花粉症のマンモスもいただろうけど、それが個体数減少につながったという主張はあまりに飛躍しすぎでしょみたいに発言している方もいたり、花粉症で個体数を減らしていたことを認めた上で、人の乱獲などいつくかの要因が被ったため絶滅したのではと発言している人もいたのだ。個人的には正直面白い説だと思うけど、花粉症の影響だけで絶滅したというよりは、人間による乱獲や氷期の終わりによる気候変動などによって個体数を減らしていったのだと思うよ。みんなはこの説についてどう思った？ぜひコメント欄で教えてね。今回のケナガマンモスの解説をまとめると、500万年前から4000年前にかけて繁栄し、ユーラシア大陸の中国中部から朝鮮半島、シベリアと北西ヨーロッパや北海道、北アメリカ大陸に生息していた超微類なんだ。平均的なオスの肩までの高さは 2.67 メートルから 3.49 メートル、体重は 3.9 トンから 8.2 トンであったよ。逆にメスの肩までの高さは 2.3 メートルから 2.6 メートル、体重は 2.8 トンから4トンであったのだ。耳や尾が小さいことや、皮膚の下にある脂肪によって寒さ対策をしていたんだ。ミイラとしてリュウバという愛称がついた幼体のケナガマンモスが発見されており、DNA が残っていたことで、マンモスが復活する可能性が出てきているのだ。今現在の情報だと早くて2028年には復活すると言われているよ。今回のケナガマンモスについての解説はいかがでしたでしょうか？この動画で少しでも古代生物について興味を持っていただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ずんだもん先生、掴んでみたんだけど、体高 3.6 メートルのジェイアントモアとか、人間を襲ったタカの仲間について解説して。ハーストイーグルだよね。任せてなのだ。今回はハーストイーグルがどのように獲物を飼っていたのか、西暦何年まで生き残っていたのかなどを含め、詳しく解説していくので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速解説していくよ。学名でヒエラアイトスと表記され、古代ギリシャ語で鷹を意味するヒエラックスとワシを意味するエトスを組み合わせ名付けられたハーストイーグルは、後新世から間新世後期に繁栄し、ニュージーランド南東に生息していた鷹目、
カ科の鳥類なのだ。感新世後期なんてつい最近じゃないの？レイムさんが言っている通りで、感新世は最終合力が終わる約1万年前から今現代も含まれる時代のことで、ハーストイーグルはかなり現代に近く、今のところ確認されている中で西暦1445年までは生きていたんだ。西暦1445年というと、細川勝元の東軍と山名宗全の西軍が戦った応仁の乱の付近までは生きてたってことね。でもなんでハーストイーグルは絶滅してしまったの？それはまた後ほど解説するよ。まずはハーストイーグルの基本情報から紹介していくのだ。まずハーストイーグルは湯によって初めて生物学的に分類され、その後骨の発見場所であるブレーンマークエステートの所有者であるジョージ・ヘンリー・ムーアにちなみハルパボルニス・ムーレイと命名されたんだ。しかし DNA の研究によれば原生の小型種であるヒメクマタカトウと同族であるとされ、現在の学名はヒエラアイトス・ムーレイとなっているよ。発見された化石から推測される翼海長はおよそ 2.6 メートルから3メートルほど。体重はメスで10キロから15キロ、オスでは9キロから10キロ前後。体高はメスで140センチ以上、オスでも90センチ以上とされ、翼服そのものは3メートルと巨大だが、現存する猛禽類の体重比率からすると、決して突出した数値ではなく、ニュージーランドの密林で狩猟を行う際に、この幅の短さを役立てていたとも推測されているんだ。ハーストイーグルは森林で狩りをしていたオオタカやオオギワシみたいな他の森林に生息する猛禽類に似ているのね。ちなみに今まで解説してきたアルゲンタビスやペラゴルニスなどみたいにある程度でかい飛翔鳥類には必ず飛べない説があるが、もちろんハーストイーグルは飛べたことが分かっており、強力な両脚と巨大な飛翔筋が発達していたとされ、鳥類としては重量級にあたる体重にもかかわらず、地面から跳躍しての離陸が可能だったとも考えられているよ。地面から跳躍して飛べるってことは、本当に足が強かったのね。そういえば、ハーストイーグルってどんな生き物を捕食していたの？メインは中小の生物だったらしいのだが、自身の体重の10倍以上にもなるジャイアントモアの成長を捕食していたという説もあるのだ。この説は本種の大型化、体重増加がモアをはじめとする大型生物を捕食することへの適応であるという考えによるものだが、実際は発見されたジャイアントモアの骨に本種が捕食した痕跡があるものは少数しか存在せず、単に死骸を食べた痕跡である可能性もあるんだ。しかし、肉食の本種の主食となる生物は、生息地のニュージーランドにモアしか存在しなかったため、小型のモア類とジャイアントモアの幼鳥を主食にしていたのは確かだよ。ハーストイーグルが体高 3.6 メートルもあるジャイアントモアを襲っていたかもしれないのは意外だわ。そんなハーストイーグルの狩猟スタイルは、上空から時速 80km を超える飛行スピードを出しながら攻撃を仕掛け、片足の鍵爪を獲物の肉や骨に突き刺し、もう一方の足で頭や首を打って負傷させ、大きなくちばしで内臓に向かって体を引き裂き獲物を失血死させるものだったと推測されてるのだ。なんとなく猛禽類の狩りの方法と同じなのね。でも、今でも十分生き残れそうな能力を持ってるのに、なんで絶滅してしまったのかがわからないわ。じゃあ次は、ハーストイーグルが絶滅してしまった理由について解説していくのだ。ハーストイーグルは動画の途中で言ったように、西暦1445年までは生きていたのだ。しかし、現代まで生きられず絶滅してしまったのは、人間が関わっていたのではないかと言われているんだ。詳しくは、ニュージーランドの島々では、近年になって人間が持ち込むまで、ネズミや猫のような哺乳類はいなかったんだ。例外として、
もともと生息していた陸生の哺乳類は3種類のコウモリだけだったよ。そのためニュージーランドの生態系では独特で、鳥が全ての重要な役割を補い、他の地域にいる鹿や牛のような役割をモアが果たしていたのだ。また、ハーストイーグルは他の地域のオオカミやライオンのように食物連鎖の頂点に立つ捕食者だったんだ。ある研究では、ハーストイーグルの総個体数は繁殖ペアで3000組から4500組と推定されているよ。ですが、初期のマオリ族は西暦1250年から1275年の間にニュージーランドに住み着き始めてから、ハーストイーグルがどんどん絶滅に追い込まれたのだ。ハーストイーグルが捕食していたジャイアントモアなどのモア類を含む大型の飛べない鳥をマオリ族が大量に捕食したからなのだ。そしてマオリ族による狩猟圧力が加わり、モアは1440年頃から1445年頃に絶滅したんだ。その捕食していた生物が絶滅してしまったことや、マオリ族と同じ食物をめぐって争い絶滅してしまったのだ。ハーストイーグルも人間の乱獲により絶滅してしまったのね。2024年11月、現在で推測されてる世界の絶滅危惧種の46,300種以上は同じようにいなくなってほしくないわ。確かにそうなのだ。だからみんなもエコバッグを持参するとかして環境問題に少しでも取り組んでいこうね。今回のハーストイーグルについてまとめると、後新世から間新世後期に繁栄し、ニュージーランド南東に生息していたタカモク、タカ科の鳥類で、翼海鳥はおよそ 2.6 メートルから3メートルほど、体重はメスで10キロから15キロ、オスでは9キロから10キロ前後、体高はメスで140センチ以上、オスでも90センチ以上なのだ。ハーストイーグルの獲物はジャイアントモアで、他の猛禽類と同じように上空から時速 80km を超える飛行スピードを出しながら攻撃を仕掛け、片足のかぎ爪を獲物の肉や骨に突き刺し、もう一方の足で頭や首を打って負傷させ、大きなくちばしで内臓に向かって体を引き裂き獲物を失血死させるものだったと推測されてるよ。西暦1445年まで生きていたが、マオリ族がモア類を乱獲したことや、獲物を争いマオリ族とハーストイーグルが戦ったため、だんだん個体数を減らし、絶滅したのだ。今回のハーストイーグルの解説はいかがでしたか？この動画で少しでも古生物学に興味を持っていただけると幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんこんにちは。ラーユ古生物チャンネルです。皆さんは昨日投稿したアマルガサウルスの解説動画は見ていただけましたでしょうか？見てない方はぜひそちらも見てほしいのですが、今日はそんな奇抜なアマルガサウルスの動画で触れさせてもらったより奇抜な見た目をしている竜脚類バジャダサウルスについて解説していくよ。この動画ではバジャダサウルスのこの奇妙なトゲの使い道や気になる生態について詳しく解説していくので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速解説していくのだ。バジャダサウルスは約1億4500万年前から1億3290万年前の白亜紀前期に現在のアルゼンチン北部パタゴニアに生息していた竜脚類だよ。2010年に発見された頭骨と首の一部の標本に基づき、2019年に記載され、唯一の種であるバジャダサウルスクロヌスピナクスは比較的小型で首が短いリクライオサウルス科に属すのだ。前回解説してくれたアマルガサウルスと同じグループだったんだね。実は生息地とか生息年代とかでもアマルガサウルスと共通点があるよ。話を戻して、バジャダサウルスにはアマルガサウルスにも見られるような二股に分かれた極端に長い神経極があるよ。その神経極の使い道は動画の中盤ラインで解説するので待っていてね。まずは発掘された歴史やバジャダサウルスの基本的なことについて紹介していくよ。お願いします。バジャダサウルスと断定されている最初の標本は、2010年にアルゼンチンの国立科学技術研究会議の古生物学者がパタゴニアのリマイ川西岸近くピクン
レウフの町から南に約40キロのバハダ・コロラダ地域の化石なのだ。バジャダサウルスとワズダが化石が脆かったため、その化石を保護するため、標本は骨と岩の塊ごと石膏で包まれ採取され、実験室まで運ばれていったのだ。そして研究により、頭蓋骨の大部分と最初の2つの頸椎、おそらく5番目の頸椎を発掘したことが明らかになったのだ。2019年、それらをもとにガリーナラによってこの標本は新属新種バジャダサウルス・フロヌスピナクスとして記載されたのだ。バジャダサウルス・フロヌスピナクスの属名は発見地にちなみ、小名は前方に湾曲した神経極に由来しているよ。その独特な外見から発見は国際的に注目され、2023年には CT スキャンによる 3D 再構築に基づいた頭蓋骨の詳細な記述がフアン・ガルデレスらによって発表されるほどだったのだ。この標本は現在ネウ研修ビジャ・エル・チョコンのエルネスト・バスハマン市立博物館に保管されているよ。確かに神経極がこんなにも特徴的なら国際的に注目されるのも全然納得だわ。そんなバジャダサウルスは先ほど言った通り竜脚類の中でもディクラエオサウルス科に属する比較的小型の草食恐竜で、現代のアジアゾウと同程度の体格を持ち、四足歩行で移動していたのだ。ディクラエオサウルス科の特徴である長い尾と首、そして小さな頭部をしていて、首は他の竜脚類に比べて短く、背骨の突起の神経極が特に発達しており、二股に分かれて極端に長く伸びている点が最大の特徴だよ。このような極端な神経極は近縁のアマルガサウルスにも見られるが、トゲの向きは真逆だよ。ちなみにバジャダサウルスの骨の融合状態から発見されたホロタイプは生体だったと考えられているのだ。アマルガサウルスとバジャダサウルスは発達した部位が同じだけど向きが違うから使い道が違うのかが気になるところだよ。っていうか、アマルガサウルスの神経極の使い道はどんな感じなんだっけ？アマルガサウルスはまだ曖昧だが、神経極が皮膚で覆われ、多くの血管が張り巡らされていたことから、ステゴサウルスのように体温調節を言っていたか、性的ディスプレイ、要するにメスを引きつけるためのものだったかもしれないと言われているよ。確かにそんなことを言っていたような気がするわ。そんなことはさておき、バジャダサウルスの頭骨も見つかっているのだがかなり保存状態が良く、ディクラエオサウルス科では最も完全なものとされていて、よく上骨やのうがい、上下の顎の一部が保存されているのだ。中央部は失われているものの、多くの骨格情報が得られるよ。目のくぼみの眼下の周辺の構造も詳細に観察でき、特に類骨には直線的な隆起や小さな穴があり、ディクラエオサウルスとの類似性が認められた証拠でもあるんだ。前頭骨は眼下の上縁を形成し、頭頂骨と融合して頭蓋天井の後部を構成していて、バジャダサウルスはディクラエオサウルスやアマルガサウルスより小さく、より華奢で、上から見た時に眼下の開口部が視認できる構造を持つ点が得意であるよ。これは近縁の属であるリンウーロンを除けば見られないかまりまれな特徴なんだ。何そのウーロン茶みたいな恐竜は。動画の時間の都合上後日解説させていただくが、こいつもディクラエオサウルス科でかなりこのグループの特徴を持つ恐竜だよ。まあそれは良いとして、バジャダサウルスの下顎の長さはディプロドクス科と似た比率をしていているよ。これはディクラエオサウルス科とディプロドクス科が姉妹群である証拠にもなるね。そして歯は顎の前方部分に集中しており、ディプロドクス科と同じで鉛筆状で前方に傾き、歯間はほぼ直線的かわずかに内側へ湾曲していたのだ。顎では左側全部が保存されており、そこには8つの歯槽が確認され、上下合わせて歯は合計48本だったと推定されているよ。歯はスーワセアに似て細長く、ディクラエオサウルスのように深くはなく、上から見るとディプロドクス科に見られる角張った吻部とは異なり、J 字型の湾曲を持つ丸い形状で、ディクラエオサウルス科の特徴を備えているよ。歯の先端には他のフラジェリカウダタン類と同様に下側へ突き出す針状の突起があったが、下顎の後部では角骨が非常に長く、上角骨よりも長い点がディプロドクス科と異なるんだ。ちなみにバジャダサウルスの歯の交換周期は平均で約40.7日と推定されているよ。大量の餌を食べるとそれだけでも多くすり減ってこんなに交換しなきゃダメになるんだね。ここからようやくバジャダサウルスの神経極について語っていくよ。
バジャダサウルスは極端に長く左右に深く二股に分かれた神経棘を持っていて、このトゲのサイズは約58センチメートルで、椎骨全体の高さは長さの4倍に達し、アマルガサウルスの類似構造に匹敵するのだ。ただしアマルガサウルスが後方に湾曲するのに対し、バジャダサウルスのトゲは前方に湾曲していたんだ。アマルガサウルスの神経棘には角質の鞘が存在していた可能性を示す情線が見られるが、バジャダサウルスでは保存状態が悪く、そうした痕跡は確認されていないものの、同様の角質の鞘があった可能性は高いとされているよ。そんなバジャダサウルスの神経棘は複数の使い道があったとされているよ。まず前方に湾曲し、頭部を越えて突き出すような神経棘の配置は捕食者に対する防御手段として機能していた可能性が高いと考えている学者もいるのだ。特に前傾姿勢をとっていた場合、これらのトゲが頭部の前面に物理的な障壁を形成し、攻撃から重要な器官を守っていたと推測されるからで、先ほど角質の鞘があったかもしれないと話したが、これがあれば骨よりも衝撃に強く、トゲそのものの破損を防ぐ役割を果たしていた可能性もあり、角質の鞘の必要性を示す証拠にもなるんだ。また他のディクラエオサウルスか恐竜と同様に、これらの神経棘は種内コミュニケーションや性的孤児など視覚的ディスプレイの役割を果たしていたとも考えられているよ。さらにトゲの内部には血管が豊富に存在し、周期的な成長痕跡が確認されていることから、トゲが皮膚でできた方を支えており、その穂が体温調節や視覚信号の発信に使われていた可能性も示唆されているんだ。一方2022年のセルダラによる組織学的研究では、神経棘の上部には角質の鞘が存在した証拠は乏しく、むしろ皮膜状の穂に覆われていたとする説が有力視されているのだ。使い道などは防御とか性的ディスプレイだったり、体温調節のためだったり、アマルガサウルスとほぼ同じなんだね。実際そんな感じだね。バジャダサウルスの研究はアマルガサウルスの研究をよく参考にもしてるところもあるし、ちなみにこの神経棘の使い方も興味深く面白いが、こちらの説も面白くて、2015年にアマルガサウルスが鼻先を下に向けた姿勢をとっていたと推測し、これに基づいてガリーナラはバジャダサウルスも同様の頭部姿勢を持ち、他の竜脚類とは異なり前方を見渡すことができた可能性を見出し、立体視が可能であったという仮説が立てられたんだ。一般的に言えば草食性の生き物は肉食獣がどこか近くにいるかをいち早く知るために横の目がついてることが一般的だから驚いたよ。まあ最後のやつはあくまでも仮説なのだ。今日のバジャダサウルスの解説いかがでしたでしょうか。この動画で少しでも古代生物に興味を持っていただけたら幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。もう学校が始まってしまうけど、まだまだ怠けていたいわ。レイムさん、そんなことしていると怠け者みたいになってしまうよ。木にぶら下がってるわけじゃなく、陸地で生活しているから違うわよ。実は古代に陸上で生活していた怠け者がいるって知ってる？陸上で怠けていたら、すぐに絶滅してしまいそうじゃない？それは実は、ざっと400万年間も繁栄していたのだ。そんな絶滅哺乳類の名前は、メガテリウムというよ。その生物初めて知ったわ。じゃあ、今回はメガテリウムについて解説していくね。この動画では、陸でメガテリウムはどのように生活していたのか、肉食か植物食どちらなのかを含め、詳しく解説していくのでぜひ最後まで見ていってください。それでは早速解説していくよ。大怠け者とも言われているメガテリウムは、今から約500万年前から1万年前の新生代、新第3期、先新生前期から第4期、後新生に繁栄し、南アメリカ大陸に生息していた巨大な怠け者なのだ。地上性の怠け者としては最大級であり、成長すると全長5メートルから6メートル、体重3トンから5トンにもなったんだ。メガテリウムは特に過大な体重のため木に登ることはできず、現存する怠け者と異なり地上性であったのだ。メ
メガテリウムは地上生活をするため、今の怠け者のように木にぶら下がったまま生えている葉っぱを食べることができないため、前足を持ち上げ、太くて長い尻尾を用いて三脚のように立ち上がって巨木の枝を曲がった前足の長い爪、要するにかぎ爪のついた強い前足で引き寄せ、長い舌を使って葉をしごいて食べていたと考えられているよ。また草原に出てかぎ爪で土を掘って根茎を食べていた可能性もあるんだ。ちなみに怠け者の中でも二指怠け者は鳥の卵や昆虫、トカゲなんかも食べるらしいが、メガテリウムの細長い吻部に唯一ある少数の貧弱な球歯を使い、この歯で葉や根茎をすりつぶしていたと考えられているのだ。そのためメガテリウムの抗菌は強力でかなり力が強かったんだ。メガテリウムが好んで食べた食べ物はかつての生息域に多く見られるケヤキに似たヤマゴボウ科の植物の一種であったらしいよ。昔は同地域に生息していたグリプトドンなんかを捕食していた説があったが、今まで発見されているメガテリウムの糞からは骨の痕跡が残っていないことで植物食の哺乳類だったと推測されているのだ。しかし同じ怠け者の仲間には先ほど名前を挙げた現在でも生活している二指怠け者や後新世後期から間新世初期まで南アメリカ大陸に生息していたミロドンという巨大な地上生活をする怠け者が肉も食べていたと言われているよ。そのためまたメガテリウムは肉も食べていたのではないかと言われているんだ。でも、ミロドンや二指怠け者が肉を食べていても、メガテリウムは植物を食べた証拠も出ているんだし、肉を食べていたとはならないんじゃないの？確かにそうなのだが、肉食性の動物によく見られる上腕三頭筋の近くの肘がかなり短い特徴などが一致しているんだ。でも今は植物食だった説が有力とされているよ。途中の解説で、巨大な体を持っているから、獲物を狩る肉食性の哺乳類かとも思ったけど、少し違うのね。っていうか、なんで今の怠け者って木にぶら下がるようになったの？怠け者は天敵から身を守るために木にぶら下がる選択をしたのだ。また長いかぎ爪で木に引っかかりエネルギーを節約して天敵から身を守るためにわざわざエネルギーを使わずにいられ、一石二鳥だから木にぶら下がっているよ。でも古代にはメガテリウムのように地上で生活していた種類が他にもいるのだ。それはさっき紹介してくれた肉も食べてたとされるミロドンだよね。そう、それ以外には北アメリカ大陸に同じメガテリウム科でほぼ同じ大きさのエレモテリウムがいたのだ。エレモテリウム、その哺乳類は一体どんなやつなのかしら？エレモテリウムは全長6メートル、飛速歩行時は体高2メートル、直立時は高さ4メートルに達したとされ、体重も約4トンから 6.55 トンとかなりでかい怠け者で、こちらのエレモテリウムはメガテリウムのような生態をしていたと考えられているのだ。とりあえず、見分ける方法は、北に生息していたのがエレモテリウム、南に生息していたのがメガテリウムなのね。見た感じ結構化石とかも似てたから、簡単に見分けれるのは、まず生息地域だね。ちなみに、めちゃくちゃ関係ない話なのだが、エレモテリウムを調べてたら、全長400センチのエレモテリウムのレプリカ全身骨格が、税込み1379万4000円で販売されてたので、ぜひ興味があれば、買ってみてね。一旦話を戻して、お次はメガテリウムの絶滅についての話をしよう。こんなに強そうな生き物がどう絶滅したのか早く知りたいわ。それじゃあ、解説していくね。約3万年前、最初の人類がアメリカ大陸に進出し始めた頃、地上で生活していた大怠け者は、特に南米各地で広く見られたんだ。しかし、エレモテリウムは
約12500年前に北アメリカ大陸で絶滅し、メガテリウムも約15500年前まで南アメリカ大陸で多数生息していたものの、徐々に数を減らし、約8000年前にはアルゼンチンの限られた地域でのみ生き残る状態となったんだ。メガテリウムは不器用で動きが鈍かったため、捕獲は比較的容易だったため、人間による狩猟が行われたのだ。そのため、メガテリウムはだんだんと数を減らし絶滅していったんだ。メガテリウムの解説をまとめると、約500万年前から1万年前の新生代、新第3期、先新生前期から第4期、後新生に繁栄し、南アメリカ大陸に生息していた巨大な怠け者で、地上性の怠け者としては最大級であり、成長すると全長5メートルから6メートル、体重3トンから5トンにもなったんだ。メガテリウムは特に過大な体重のため木に登ることはできず、現存する怠け者と異なり地上性であったのだ。肉食性だった説もあるが、今のところ手焼きに似た山ごぼうかを食べていた植物食の哺乳類だったとされているよ。しかし不器用な動きで動きが鈍かったため、人間の乱獲により絶滅してしまったとされているよ。今回のメガテリウムの解説はいかがでしたでしょうか。この解説で少しでも古代生物に興味を持っていただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんこんにちは。ラー油古生物 CH です。今回はこのチャンネルで最近紹介した謎の生態や異質な見た目をした古代生物について解説した動画の総集編なのだ。例えばどんな感じの動画になってるの？基本的な情報はもちろん、アマルガサウルスやバジャダサウルスの神経極の使い道についてや、アラモサウルスという恐竜が大量絶滅を生き延びた話、昔70メートルと推測されたイグアノドン、パラサウロロフスの頭部の管は何に使っていたのかなどを解説していくよ。結構地味だけど知りたいところがわかるってことだね。そういうことだよ。まあ、前置きはさておき早速解説していくのだ。ずんだもんさん、この恐竜初めて見たんだけど、名前は何で言うの？この恐竜はイグアノドンというよ。ええ、あの親指にスパイクがついてるハドロサウルスみたいなやつ。そう。じゃあ今回はなぜこんな復元をしているかという謎を含めて、イグアノドンについて徹底解説していくよ。この動画ではイグアノドンの学名の由来がイグアナの葉という理由や、どんな植物を食べていたかなども解説していくので、ぜひ最後まで見ていってね。それでは早速解説していくよ。イグアノドンはジュラ紀後期から白亜紀前期にかけて、多くの種がイグアノドン属に分類されていたが、21世紀初頭の分類見直しにより、現在は約1億2600万年前から1億2200万年前の白亜紀前期である。バレミアン紀からアクチアン紀初期に、ベルギー、ドイツ、イギリス、スペインに生息していたイグアノドン、ベルニサルテンシスという一種に限定されているよ。学名は、イグアナの葉という意味の名前を持つ恐竜で、1825年に命名されたのだ。なんでイグアノドンの学名はイグアナの葉という意味になっているの？それは1824年9月、王立下開始会で、サミュエル・スタッチベリーがイグアナの葉と、イグアノドンの親指のスパイク状の骨の類似性に気づいたことで、イグアナの葉という意味で命名したんだ。要するに、イグアナの葉に似ていたからそのように命名されたってことだよ。確かにそんな感じのこと聞いたことがあった気がするわ。確か復元図も今とは全然違うよね。そうなのだ。現代推測されているイグアノドンは体長9メートルから11メートル、体重 4.5 トンに達する大型で頑丈な草食恐竜で、捕食者からの防御に使われたと考えられる大きな親指のトゲと採食に役立つつかみやすい第5指を持っていたのだが、マンテルが想像したイグアノドンは鼻先に核を持ち、長大なイグアナのような体育をしていたのだ。そしてイグアナをモデルとした結果、マンテル、イグアノドンは体長70メートルという竜脚類もびっくりなサイズとして推測されていたよ。なんでそこまででかくなっちゃったの？これには意外と訳があり、それがこの時代には恐竜という存在が身近ではなかったのだ。
この時代はゴジラのような復元をされるよりも前の時代で、今まで発見されている恐竜がメガロサウルスなどと数が少なく、そんなメガロサウルスもこのような四足歩行型の今の恐竜の姿では到底考えれない姿をしていたからなんだ。最初から今の尻尾と頭を平行にしてバランスをとっている形が信じられていたのではなく、恐竜研究の初期は結構トカゲとかに寄せた形が信じられていたんだ。そういうことなのだ。だがイグアノドンは昔から復元されていた四足歩行も二足歩行にも移行が可能な大型草食動物で、先ほど言ったように生体の平均サイズは約9メートルで、いくつかの標本は最大13メートルに達した可能性があったが、今のところ最大体長は11メートル程度と報告されているよ。体重についてはグレゴリー S ポールが平均 3.08 トンを提唱し、3D 数学モデルを元にした推定では体長約8メートルの個体で約 3.8 トンとされているのだ。2020年代には新しく標本が報告され、体長は最大9メートルから11メートルに達し、体重は約 4.5 トンと推定されているよ。イグアノドン、ベルニサルテンシスの腕は長く頑丈で、中央の3本の指で体重を支えるため手はやや硬く、親指には円錐形のスパイクがあり、先ほど言ったように初期の復元では鼻に配置されていると考えられていたが、後の化石によりスパイクは親指に突き出ていることが明らかになったのだ。親指のスパイクの使い道に関してはどんな感じだったの？スパイクの正確な機能については議論が続いているのだが、主に捕食者への武器として使われたとされるが、種子や果実を割ったり他の個体との闘争に用いられた可能性もあるのだ。一部には毒腺とつながっていたという説もあるが、スパイクは中空でなく毒を通す溝もないため、この説は支持されていないよ。ちなみに親指ばかり目にされがちだが、小指は長く器用で物体を操作するために使用されたと考えられるのだ。施設は親指から2、3、3、2、4で、足は3本の指を持ち、強力だが走るための構造ではなかったんだ。要するにイグアノドンは二足歩行時、走るのには適していなかったんだね。そしてイグアノドンは大きくて高いが狭い頭蓋骨を持ち、歯はイグアナに似ていますが、より大きく密集しており、ハドロサウルス科のような列状の交換歯を持たず、各位置に1本ずつ交換歯があったのだ。顎には最大29本の歯があり、下顎には25本あり、下顎の歯は上顎よりも幅が広かったため、歯の数が異なっているんだ。歯列の配置や解剖学的な特徴から、イグアノドンは他の鳥羽類と同様に、口の中で食物を保持するための方のような構造を持っていたと考えられているよ。他の種類とはジュラ紀中期から白亜紀後期にかけて多くの種が存在したイグアノドン赤のことで、この赤にはトリオサウルスやカンクトサウルス、オーラノサウルス、ハドロサウルス類なども含まれているのだ。ちなみにイグアノドンの食べ方についてはこれらの種と似ているとされ、頭蓋骨の構造によりは顎の歯が外側に反り返り、咀嚼時に上下の歯がすれ合うことで食べ物を粉砕することができたのだ。歯は生涯にわたって生え変わるため、硬い植物質の摂取にも適応していて、顎の前端には歯がなく、骨質の節とケラチン質のくちばしが形成されており、小枝や芽を噛み切るのに使われたと考えられるよ。さらに柔軟な小指が物を操作するのに役立った可能性もあり、イグアノドンが具体的に何を食べていたかは不明だが、大型種のイグアノドン、ベルニサルテンシスは最大で地上4メートルから5メートルの高さの植物に届いたと考えられていて、杉菜、ソテツ、針葉樹などを食べていたという説もあるよ。杉菜、ソテツ、針葉樹は翼草食恐竜が食べているよね。美味しいのかな？美味しさに関してはわからないけど、うまいから人気だったのかもね。イグアノドンについて詳しく知ることができたのだ。ありがとう。いえいえ、今回のイグアノドンの解説はいかがでしたでしょうか。この動画で少しでも古代生物に興味を持っていただけたら幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ずんだもん先生、視聴者さんからリクエストをいただいています。どんな古代生物のリクエストをいただいているの？マジュンガサウルス。じゃあ今回はマジュンガサウルスについて解説していくのだ。この恐竜は孤島でどのように独自の進化を遂げたのか、独特な体の特徴とその使い道などを含め、
詳しく解説していくので、ぜひ最後まで見ていってね。それでは早速解説していくよ。マジュンガサウルスは約7000万年前から6600万年前の系 PG 境界の中生代白亜紀末期マーストリヒチアン紀に栄え、マダガスカルに生息していた中期ヤクア目ケラトサウルス下目アベリサウルス科の肉食恐竜なのだ。今のところマジュンガサウルスフレナティッシムスの実が発見されていて、マダガスカルが属している州であるマジュンガ州とギリシア語でトカゲを意味するサウルスを合わせマジュンガ州のトカゲと名付けられたんだ。生息地がマダガスカルといったら、孤島で生活していたの？登場のマダガスカルは今と同様に孤島だったとする説をよく耳にするが、まだ南半球の中緯度地域であるゴンドワナ大陸のアフリカ大陸部の東側にあって、座標を変えていないマダガスカルの北東で隣接する地域に位置していた頃のインドア大陸で形成されたラメタ類層から出土しているラジャサウルスやラヒオリサウルスとの強い類似性が認められることから、そもそも白亜紀後期のマダガスカル島はまだ完全に孤島化しておらず、ゴンドワナ大陸のアフリカ大陸部から東側へ分離してゆくことになるマダガスカルとインドア大陸部はたびたびつながっていたのではないかと言われているのだ。そのため未だ詳しいことは分かっていないんだ。でも大体の作品などは孤島だったと考えているよ。まあ話をマジュンガサウルスの基本情報に戻して、この恐竜は全長がおよそ 5.6 メートルから7メートル、高さが 2.7 メートル、推定体重が1トンにもなるんだ。マジュンガサウルスは、フォスターの法則に倣って、孤島にいるとサイズが変わる現象にのっとってなのか、他のアベリサウルス科と比べても少し小さい気がするわ。確かに、でかいやつとの比較だから余計にそう見えるけど、確かに小さい方なのかもね。そんなマジュンガサウルスは、剣とウリュウ類というパキケファロサウルスみたいな石頭の恐竜が分類されるグループと似た骨格をしているんだ。胴体から尻尾にかけて小さな骨の突起のようなものが多数あったり、頭の上には8センチメートルほどの太い角が突き出ており、これで頭突きをして戦った、あるいは生体であることを示したり、メスを引き寄せるために派手な色をするディスプレイみたいな役割だったとも考えられているよ。尾は強靭で、前肢はアベリサウルス科のため非常に短く、後足も短かったのだ。そのため脊椎や肋骨の間が絹で満たされていたとおぼしき跡が見受けられ、身体そのものは軽快な作りであったと推定されるのだが、走る速度はそれほど速くはなく、時速 16km から 24km 程度と推定されているよ。マジュンガサウルスはかなりのスピードで頭骨の上にある突起を使って突進してるイメージがあったの。だけど、スピードが遅かったり、突進に使ってると思っていた突起は、生体であることを示したり、メスを引き寄せるために、派手な色をしていたかもしれないなど、繁殖のために使っていた説を知った時は、かなり驚いたわ。でも、それで不思議に思ったのだけど、狩りはどのように行っていたの？マジュンガサウルスは、マダガスカル島での頂点捕食者であったと考えられていて、一度噛んだら獲物が落ち着くまでしがみつくという、現代のネコ科に近い接触戦略に適応していた可能性があるよ。その獲物は、中型ティタノサウルス類のラペトサウルス、モアサウルス科の小型重気役類であるマシアカサウルス、そして、原鳥類のラホナビスといった恐竜類のほか、新鳥類のボロナ、ゴンドワナ獣類のアダラテリウムやビンタナなどの哺乳類だったと考えられているんだ。また、ワニケイ類、ジフォスクス類のアラリペスクス及び、シモスクスやメタスクス類のマハジャンガスクス、基地で史上最大級のカエルであるベールゼブ4も捕食していたと考えられているのだ。多種多様の生物を捕食していたのね。それほど凶暴だったのかしら？確かに、それを裏付ける証拠として、発
見されたマジュンガサウルスの化石には同種の歯に傷つけられた跡がいくつもあったことから、フォンタネが時に共食いをしていたことがわかっているのだ。そのため狩りの標的とされやすい子供などを他のマジュンガサウルスから守るため、メスはユウよりも戦闘能力が高かったのではないかという説もあるよ。さすが、頼れる母って感じね。基本情報も解説し終えたし、ここからはこの基本情報を深掘っていきたいと思うよ。それでは早速解説していくのだ。マジュンガサウルスの骨格は同じアベリサウルス科の恐竜であるカルノタウルスやアウカサウルスとよく似ているが、いくつかの特徴的な違いがあるのだ。その違い、早く知りたいわ。じゃあ早速、まずはマジュンガサウルスの頭骨の特徴から。マジュンガサウルスの頭は一般的なアベリサウルス科の特徴である短くて高さがある形をしているが、カルノタウルスほど極端には短くないよ。鼻先は丸みを帯び、上顎の前の部分でたる前上顎骨が高いため独特の形状をしていたんだ。特に目立つのは他のアベリサウルス科の恐竜と比べて頭の幅が広いこと。また骨の表面にはザラザラとした模様があって、鼻の骨は非常に厚く、中央には低い隆起が走っていたんだ。頭の上には前頭骨が融合してできたドーム状の核があり、生きていた頃にはケラチン質の覆いに覆われていたと考えられるよ。CT スキャンの調査では、鼻の構造や角の内部に空洞である副鼻孔があったことが分かっており、これは頭の重量を軽くするための仕組みだったのかもしれないと考えられているのだ。歯はアベリサウルス科特有の短い形をしていたが、上顎と下顎にそれぞれ17本の歯があり、これはルゴプスに次いで2番目にアベリサウルス科の中で多かったんだ。歯の数がアベリサウルス科で2番目に多かったり、角の内部が空洞だったのは驚きだわ。それじゃあ、マジュンガサウルスの体の特徴を教えてちょうだい。OK なのだ。マジュンガサウルスはがっしりとした体つきで二足歩行をしていて、バランスを取るために長い尾を持ち、重心は腰の上に安定していたのだ。首の骨である頸椎は軽量化のためにたくさんの空洞があったが、筋肉の付着部が発達しており、強固な肋骨と組み合わさって非常に頑丈な構造をしていたよ。またカルノタウルスと同様に首の肋骨である軽肋骨には骨化した腱がついていたため、首が二股に見える特徴があったんだ。さらにマジュンガサウルスの首肋骨には重量を軽くするための長いくぼみがあったことが他の恐竜とは異なる点だったんだ。マジュンガサウルスは副鼻孔があったことが分かっていたり、頸椎が空洞化していたり、いろいろ軽量化するための仕組みがあったのね。他に前足や後ろ足の特徴なんかも教えてほしいわ。前足は極端に短く、上腕骨は短くて湾曲していたんだ。指は非常に小さく縮んでおり、最初に発見された標本では2本の短い差しか確認されず、爪もなかったそうだよ。さらにマジュンガサウルスの手の骨は融合していて、指がほとんど動かない構造になっていたことが判明し、2012年に研究された新しい標本では手に4つの中足骨と4本の指があることが分かったが、それらはとても小さく、ほとんど動かず、爪もなかった可能性が高いのだ。そのため攻撃には使ってなかったことが分かっているよ。ちなみに指の骨の並びは前から1、2、1だったのだ。そして後ろ足は体の大きさに対して短く、ずんぐりとした形をしていたんだ。特にすねの骨である頸骨はカルノタウルスよりもさらに短く、膝には目立つ隆起があったよ。また足首の骨である鋸骨と小骨は融合しており、足には3本の指があったのだ。親指にあたる最初の指はとても小さく、地面にはついていなかったと考えられるんだ。
マジュンガサウルスの前腕は、ほとんど指が動かないことなどから、あまり使用用途がなかったことが分かったわ。そして、後ろ足は、体の大きさに比べて小さく、親指に当たる最初の指は小さくて、地面についていなかったことなど、初めて知った部分がたくさんあったわ。お役に立ててよかったのだ。ちなみにマジュンガサウルスは、頭の骨が分厚く強化され、表面がザラザラしていたんだ。特に鼻の骨は油肪して厚くなり、頭全体の強度が増していたよ。また、下顎には大きな開口部があり、一部の骨は柔軟な関節でつながっていたため、蛇ほどではないが動かしやすく、噛みついた時に折れにくい構造になっていたんだ。マジュンガサウルスは、一度噛みついたら落ち着くまで離さない戦法をしていたと教えてくれたけど、その攻撃の仕方を間違えたら、骨が折れてしまいそうだから、このような構造に進化したのね。下顎の構造もすごいけど、歯も特徴的で、上顎の前歯は特に頑丈で、噛みつく際の視点となっていたんだ。さらに、一般的な重機やク類よりも歯の高さが低く、獲物が暴れても折れにくい構造を持っていたのだ。また、多くの重機やク類の歯は、前後に湾曲しているが、マジュンガサウルスの歯は前面だけが湾曲し、後ろ側はほぼまっすぐだった。このおかげで、獲物をしっかり固定し、噛みついた際に無理に切り裂くことなく抑え込むことができたと考えられるよ。さらに、マジュンガサウルスの歯は、約2ヶ月で生え変わり、他の重機やク類よりも2倍から13倍の速さで、新しい歯に入れ替わっていたんだ。ただでさえ歯が折れない構造になっていたのに、歯の生え変わるスピードまで速かったのね。そしてマジュンガサウルスは、当時の最大の捕食動物であり、先ほど基本情報の時に話したように、主にラペトサウルスのような竜脚類を飼っていたと考えられるのだ。その攻撃スタイルは、強い顎で噛みつき、獲物を抑え込むものだったよ。そのため、頭や首が非常に頑丈になり、竜脚類のような巨大で力の強い獲物にも対応できたんだ。また、後足は、他の重機やク類よりも短く、ずんぐりとした体型で、俊敏な動きは苦手だったかもしれないが、動きの遅い竜脚類には十分ついていくことができたと考えられるんだ。さらに、短い足によって重心が低くなり、全体の安定性が向上していたんだ。このことから、マジュンガサウルスはスピードよりもパワーを重視した体の作りをしていたと考えられるよ。実際に、ラペトサウルスの骨には、マジュンガサウルスの歯型が残っており、これは彼らが竜脚類を食べていた証拠とされているのだ。孤島の中で、後ろ足を短くしたり独自の進化をし、環境に適応したことで、そこまで反映することができたのね。そうなのだ。今回のマジュンガサウルスの解説についてまとめると、マジュンガサウルスは約7000万年前から6600万年前の白亜紀末期、マダガスカルに生息していたアベリサウルス科の肉食恐竜です。全長は 5.6 か7メートル、体重は1トン程度で、孤島で生活していた可能性もありますが、完全な孤立ではなく、ゴンドワナ大陸から分離していった段階にあったという説もあるのだ。その体は軽量化されており、特に頭骨は強化されており、鼻の骨や頸椎に空洞があったんだ。前肢は短く、後肢も小さめで、俊敏ではなかったと考えられるのだが、重心が低く安定していたよ。噛みつく際には、強力な顎と歯を使い、獲物をしっかり抑え込んでいたと推測されていて、主に中型の恐竜や哺乳類を捕食していたとされ、共食いも言っていた可能性があるのだ。また、マジュンガサウルスの特徴的な突起は、頭付きではなく、繁殖行動に関わるディスプレイに使われたかもしれないよ。今回のマジュンガサウルスについてのリクエストはいかがでしたでしょうか。この動画で少しでも古代生物に興味を持っていただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんこんにちは。ラーユ古生物チャンネルです。
今回は視聴者さんにメラクセスギガスについて解説してほしいとのリクエストをいただいたので、今日はこのメラクセスという恐竜について解説していくよ。このメラクセスという恐竜はどんな生き物だったのか以外にも、発見された化石の年齢やアクロカントサウルスの共通点、驚きの名前の由来などを含めて今出ている情報を徹底解説してるので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速解説していくよ。メラクセスはおよそ9600万前から9300万年前の白亜紀後期、セノマニアン紀からジューロニアン紀で繁栄し、現在のアルゼンチンのパタゴニア地方に生息していたアロサウルスウエカ、カルカロドントサウルス科、ギガノトサウルス属に属する重機薬類なのだ。かつてカンパナス、カルカロドントサウリドと呼称されていたメラクセスのホロタイク標本の MMCH-TV65 が発見されたのは2012年のことで、発見された骨にはほぼ完全な頭蓋骨、変態と葉体の要素、部分的な前肢、完全な後肢、断片的な肋骨、頸椎、頭椎、仙椎および複数の完全な尾椎が含まれているよ。メラクセスは意外とたくさんの部位の化石が発見されてるんだね。これだけの発見は南半球から発見されたカルカロドントサウルス科の骨格としては最も完全なものだったらしいよ。それはさておき、これらの骨に基づきメラクセスギガスは2022年にかなわれ、他により記載されたのだ。俗名であるメラクセスはジョージ R.R. マーティンのファンタジー小説シリーズ「氷と炎の歌」に登場するドラゴンを称えたもので、首相名のギガスは巨大なを意味するギリシア語に由来し、その体サイズを反映しているよ。学名になるほどサイズが大きかったんだね。大きさとしてはどのくらいなの？メラクセスの全長は約11メートルほど、体重は約 4.26 トンに達するよ。頭蓋骨に関しても単体で長さ 1.27 メートルに達し、頭蓋骨の長さ 1.23 メートルのアクロカントサウルスのものに匹敵するのだ。ティラノサウルスも大きいって聞いたことあるけど、どのくらいだっけ？ティラノサウルスの頭蓋骨は 1.4 メートルとか 1.5 メートルとか言われてるから、ティラノサウルスほど頭骨が大きいわけではないね。でも十分かそれ以上と言っていいほどにでかいことは確かなのだ。 1.2 メートルって平均6から7歳くらいの子供と同じ大きさってことを聞くとびっくりするよ。動画とかで聞くとあまり想像しにくいから、身の回りにある 1.2 メートルくらいのものでその大きさを実感してみてね。ということで話を本題のメラクセスの解説に戻して、先ほどメラクセスとアクロカントサウルスを比べたのには意味があって、頭蓋骨、肩甲骨、中肢油骨、座骨体、足などはメラクセスとアクロカントサウルスが類似することが示唆されたからだよ。またメラクセスの前肢は小型で、カルカロドントサウルス科、アベリサウルス科、ティラノサウルス科、アルバレスサウルス科という4つの異なる系統で独立して発生した種連進化の例を有していたよ。そのためメラクセスはカルカロドントサウルス科の派生的なギガノトサウルス属のうち最も初期のメンバーだということが判明したのだ。ちなみに同じグループにはギガノトサウルスはもちろん、マクサウルスやキラノキタンなど恐竜が好きな人なら1回は聞いたことある恐竜が分類されているよ。ホロタイプの骨組織学的分析からは、頭蓋個体が死亡時に年齢53歳ほどで、その死から約4年前の時点で骨格が成熟していたことが示唆されたよ。このためメラクセスのホロタイプは2022年時点で知られている非鳥類型重機薬類としては最高齢の個体のものとなるのだ。またティラノサウルスのように成長速度を変化させて急成長を遂げたのではなく、成長期を長く伸ばすことにより大型の体サイズに成長したことが判明したのだ。要するに急激に大きくなる期間がなくて、だいたい同じくらいの割合で大きくなっていくってことだよね。めちゃめちゃそういうことだよ。ちなみに何だけど、メラクセスと同じ環境にいた恐竜について知りたいわ。オッケー任せてなのだ。メラクセスの化石はフィンプル層から収集されたため、この地層から発見されている他の恐竜が分かれば知ることができるのだ。そのような感じでこの環境には多数の分類群が生息していたことが判明していて、オベロラクトルやエラフロサウルスアカのフィンプルサウルス、アベリサウルス類のスコルピオベナトル、トラルカサウルス、マタイロケレシア、メガラクトル類のアオニラクトルなどらしいよ。そしてこの地域の植物食恐竜はレバッキサウルス科やティタノサウルス類のアルゼンチノサウルスおよび未童貞のイグアノドンカなどがいたのだ。やはり北アメリカ大陸と南アメリカ大陸で生態系が全くと言っていいほど互いかったんだね。北アメリカの角竜や
ティラノサウルス科にも目を引く特徴があるけど、南アメリカにもまた別の進化をしたカルカロドントサウルスか。ティタノサウルス類、動画ではあまり触れていないけどアベリサウルス科などたくさんの目を引く恐竜が多いわ。恐竜って深掘れば深掘るほど面白く興味深くなっていくよね。今回のメラクセスの解説は以上になります。この動画で少しでも古生物学に興味を持っていただけたら幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ずんだもんさん、またもやパスオブタイタンズをプレイしているのだけど、最近このエドモントサウルスにアップデートが入ったらしいよ。ちょっと待って、そいつエドモントサウルスじゃなくてバルスボルディアという恐竜なのだ。エドモントサウルスじゃないの？確かにバルスボルディアはエドモントサウルス、アネクテンスに似ていると言われれば似ているから仕方ないのだ。じゃあ今回はバルスボルディアという大型の長期薬類について徹底解説していくよ。それでは早速解説をお願いします。任せてくれなのだ。バルスボルディアはバルスゴルドのという意味で、モンゴルの著名な古生物学者の名前が由来となった長板目ハドロサウルス科、サウロロフスア科またはランベオサウルスア科に分類された可能性のある恐竜だよ。今からおよそ7000万年前の白亜紀後期、マーストリヒチアン紀のモンゴル付近に生息していたとされているのだ。1970年、ポーランドとモンゴルの合同探検隊がネメブト川付近で長期薬類の骨格を発見したのが最初なんだ。バルスボルディアのどこの部位が発見されたの？バルスボルディアの発見された部位は9個の胴椎、9個の仙椎、15個の尾椎、左側の腸骨および左右の恥骨の一部分、7個の肋骨、格子の断片だよ。ちなみにこれがバルスボルディアのホロタイク標本となっているんだ。その発見された化石に基づき、当初は同じ約7000万年前のアジアに生息していたサウロロフス、アンギスティロストリスと分類されたのだが、パキケファロサウルス類とアンキロサウルス類を専門とするポーランドの古生物学者テレサ・マリアンスカとモンゴルの恐竜を専門とするハルスカ・オスモルスカは、この骨格はランベオサウルスア科であって、サウロロフス、アンギスティロストリスとは別種であるべきだという結論に至ったのだ。そのため彼らは先ほど挙げたホロタイク標本である GPAL、MGD110 に基づいてバルスボルディア、シチンスキと命名、記載し、紳士の恐竜として独立させたんだ。バルスボルディアの学名はどのような意味なんだっけ？動画冒頭も言ったが、バルスボルディア、シチンスキーの俗名はモンゴルの古生物学者リンチェン、バルスゴルドにちなんで命名され、首相名は骨格を作成したワルシャワ古生物学研究所の技術者ボイチェフ、シチンスキに敬意を表して名付けられたよ。この恐竜は俗名も首相名もどちらともバルスボルディアに関連のある方々の名前が由来になっているんだね。将来俺の名前も恐竜の由来になってほしいもんだ。そうだね。バルスボルディアはハドロサウルス類の中で見ても大型の部類で、以前は全長10メートル、体重5メートルトンとエドモントサウルスよりも小さく推定されていたのだ。以前？じゃあ今はどのくらいの大きさなの？2011年に頸骨の長さが 1.4 メートルと測定され、シャントゥンゴサウルスの 1.47 メートルやマブナパウリアの 1.36 メートルに匹敵したことが判明したのだ。これはバルスボルディアの全長が12メートルから14メートルの範囲に達した可能性があることを示しているよ。12メートルから14メートル。それじゃあエドモントサウルスとかよりもでかかった可能性があるってことじゃん。エドモントサウルスもハドロサウルスの仲間の中ではでかい恐竜だから驚きだよね。ちなみにオーラノサウルスと同様にバルスボルディアも神経極が発達しているため高さも十分にあったのだ。これが見間違えたエドモントサウルスと最も簡単に区別できるポイントかな。いくら草食恐竜といっても全長以外にも高さもそれほどまであるならかなり脅威だわ。これらオウラノサウルスと同様の神経極は特に腰の部分が非常に高く、ヒパプロサウルス、アルキスピヌスのものに次いで2番目に大きいと説明されていることもあり、尾の最初の数個の椎骨に見られる先端は棍棒状になっており、これはおそらく老齢の兆候であるのだ。そのバルスボルディアの神経極の使い道はどんな感じだったの？詳しく明記している記事は発見できなかったのだが、オーラノサウルスなど同じような恐竜から考慮するに、その用途は威嚇や性的ディスプレイ、体温調節のラジエーターとして機能した可能性があるのだ。またアクロカントサウルスのような使い道であるならば、筋肉の付着を強化して体を安定させる役割を持ってたかもしれないよ。この中だと
俺はアクロカントサウルスと同じ使い方な気がするな。みんなはどんな使い方をしたと思う？コメント欄で予想をぜひ教えてほしいのだ。バルスボルディアの解説に話を戻して、ハドロサウルス科に属するバルスボルディアは二足歩行または四足歩行の2つを使いこなせた大型草食動物で、植物を食べていたと推測されるよ。そこまで大型でも二足歩行ができたのね。ハドロサウルス科に属する恐竜は高い位置にある食べ物を食べるために大体二足歩行ができるようになっているのだ。確かに恐竜のドキュメンタリー的な動画をよく見てたからなのか、みんな二足歩行で高い位置の植物を食べてるイメージがあるよ。ちなみにそこで消化に大いに役立つ咀嚼に似たすりつぶすような動作を可能にする洗練された頭蓋骨を持っていたのだ。確かハドロサウルス科はかなり高度に咀嚼ができたんだよね。バルスボルディアはデンタルバッテリーを持っていないの？バルスボルディアもデンタルバッテリーは持っていたとされているよ。デンタルバッテリーがわからない方に説明すると、縦に何十本も並んだ歯がすり減っても入れ替わる構造のことで、ハドロサウルス科と一部の角竜がこの構造を持っているのだ。ハドロサウルス科はかなり食べることをメインに進化した恐竜なんだね。確かにそうだね。またバルスボルディアがランベオサウルスア科に属していたとすれば、尾行を含む拡張した頭蓋骨で形成された中空の景観を有しており、視覚と聴覚による識別に役立っていたと考えられているのだ。今回のバルスボルディアの解説はいかがでしたでしょうか？今回の解説で少しでも古生物学に興味を持っていただければありがたいです。また解説してほしい古代生物などがいればぜひコメント欄で教えてください。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ずんだもん先生、アークでよく沼地に行くと、キリンみたいな動物がいるの。それはパラケラテリウムという絶滅した哺乳類なのだ。今のレベルによってはプラットフォームサドルという生き物の上に建築できる生き物だよ。ちなみにキリンよりも他のある動物に近いんだ。生き物の上で生活するのはロマンがあって楽しそうじゃない？じゃあ今回はパラケラテリウムについて解説してくれない？任せてなのだ。この動画ではパラケラテリウムはキリンよりも他に誰が近い哺乳類なのか、これだけでかくなれた理由などを含め徹底解説していくので、ぜひ最後まで見ていってね。それでは早速解説していくよ。核のない獣の近くを意味する学名をし、今のところ4種類が存在し、代表種がブブティエンセというパラケラテリウムはおよそ3600万年前から2400万年前の新生代古代3期の斬新世にユーラシア大陸の広い範囲に生息していたサイ類の古代生物なのだ。パラケラテリウムってこう見えてもサイの仲間なのね。サイの仲間であるが、サイの特徴ともされる角はなく、体格は馬のようでやや細身であり、首と足が比較的長かったんだ。そのためパラケラテリウムはサイズがかなりでかくて、最新の研究では全長 7.4 メートル、肩までの高さが 4.8 メートル、首の長さが2メートルから 2.5 メートル、体重は約11トンから20トンとされ、藻類に次ぐ史上最大級の陸生哺乳類とされるよ。首の長さだけで人間の身長よりも長いのね。でもなんでこんなにでかく進化することができたの？それは当時のパラケラテリウムらの生息地域には大きな樹木が大量に生い茂っていて、食料となる樹木が豊富な恵まれた生息環境の中にいたから、そのように進化できたとされているのだ。そこでおそらくは柔軟な上唇を持ち、キリンのようには顎にある牙状の節歯で高木の小枝や葉をむしり取って食べたと考えられているよ。ちなみにパラケラテリウムは 1.3 メートルにも達する頭骨を持っているのだが、有の頭骨には骨の飛行が確認されることから、縄張りやメスをめぐっての儀礼的闘争を行ったとされているのだ。儀礼的闘争って何？儀礼的闘争とは、優位性や縄張り、繁殖の権利を決めるために行われる対立行動のことを言うよ。代表的な例は鹿の角突きとか狼の争いとかなのだ。インターネットで調べてみたら動画で出てくるから、気になる人はぜひ見に行ってみてね。
確かに YouTube とかで見たことある気がするわ。まあ、先ほどのパリケラテリウムの際について話を戻して、全長 7.4 メートル、体重は約11トンから20トンといったが、胴体は前肢が長いため、後方に向かってなだらかに傾斜しており、脊柱は空撃などで軽量化された構造になっていたんだ。そのため、あそこまででかくなれたってことなのだ。しかし、四肢の筋位部が長い形態から、この巨体に似合わず、高速で走れたとも言われるよ。でも、ドジっ子も結構いたようで、巨体であるがゆえに沼地などでは足を取られ、そこで死を迎えることも少なくなかったようで、そうした場所から発見された化石もあるほどなのだ。そんなパラケラテリウムですが、大体同じような生態と推測される。象やサイからの参考をして、身体の大きさから推定して、おそらく妊娠期間は2年に及び、一度に1頭のみ出産したとされる。また子供は親の元で数年間養育され、成獣になるまで十数年かかり、寿命は50、70年ほどで、一生に産む子供の数は多くても5頭から6頭程度だったと考えられるよ。パラケラテリウムは、同じようにバカでかい有脚類とは違って、子育てをしていたのね。そうなんだ。生体のパラケラテリウムは、その巨大さゆえに、襲われなさそうだが、肉種類などはパラケラテリウムの幼体を獲物にしていたとされるからなんだ。まあ確かに、有脚類とは違って、一生のうちに5頭から6頭しか産めないのに、その子供が捕食対象になるとすぐ絶滅してしまうから、大人が守っているのね。こんなでかい大人に守ってもらうのは安心できそうだが、当時、南アジアなどのパラケラテリウムの生息域の一部には、最大で全長 10m 近くあったとも推測される。非常に巨大なワニが生息していたことが化石から確認されているため、生体でも病気等で弱った個体などが捕食された可能性は十分にあるのだ。そんなパラケラテリウムは約1200万年にわたり繁栄したが、残新世の終わりとともに絶滅してしまったんだ。それはなんでなの？ヒマラヤ山脈の作り山活動による環境や乾燥化や寒冷化などの気候の変化、森林の減少、アフリカからユーラシアに進出した藻類との競争などが絶滅要因として考えられるんだ。これらの要因が重なり合って影響した可能性が高く、特に巨体による大量の食料需要が環境変化による食料不足に対して脆弱だったことや、成長の遅さと繁殖率の低さも絶滅のリスクを高めたと考えられるよ。確かに、あそこまでの巨体を維持するためには、食料が大切だわよね。それが、環境変化で食べるものがなくなるのはかなりきついわ。今、開拓とかのために、森林伐採が行われてるけど、それは、人間の生活を豊かにする一方で、こういう動物を苦しめていたのね。確かに、ちょうどいいバランスを保っていきたいのだ。今回のパラケラテリウムの解説をまとめると、パラケラテリウムは、およそ3600万年前から2400万年前の新生代、古代未期の残新世に、ユーラシア大陸の広い範囲に生息していた最上化の古代生物で、全長 7.4 メートル、肩までの高さが 4.8 メートル、首の長さが2メートルから 2.5 メートル、体重は約11トンから20トンとされ、藻類に次ぐ史上最大級の陸生哺乳類とされるのだ。当時のパラケラテリウムらの生息地域には、大きな樹木が大量に生い茂っていて、食料となる樹木が豊富な恵まれた生息環境の中にいたこと、胴体は前肢が長いため、後方に向かってなだらかに傾斜しており、脊柱は空撃などで軽量化された構造になっていたことなどで、でかく進化できたとされているよ。寿命は50、70年ほどで、一生に産む子供の数は多くても5頭から6頭程度だったと考えられるんだ。この出産数と成長スピードの遅さ、環境変化で食べ物が減少するなど、数々のことが重なって絶滅したと言われているよ。今回のパラケラテリウムの解説はいかがでしたでしょうか。この動画で少しでも古代生物に興味を持っていただければ幸いです。
ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ずんだもん。パスオブタイタンズというゲームをやってるんだけど、このラテニベックス的な恐竜を知らないの？ラテニベナトリクスだよね。確かにゲームでは登場してるけど、現実でどんな恐竜だったかを知ってる人は少なそうなのだ。じゃあ今回はラテニベナトリクスはどんな恐竜なのか徹底解説していくので、ぜひ最後まで見ていってほしいのだ。それでは早速解説していくよ。隠れた女狩人を意味するラテニベナトリクスは7550万年前の中生代白亜紀後期のカンパニアン紀に繁栄したコエルロサウルス類トロオドン科のグループに属している恐竜なのだ。今現在ラテニベナトリクスマクマステラエという一種類だけが知られていているよ。ラテニベナトリクスの体育標本である CMN12340 は1968年にアイリーン・バンダローによってカナダ王国南部アルバータ州のダイナソーパーク類層で複数の頭骨要素、4つの脊椎骨、4つの肋骨、複数の血動球、腹肋骨、かなり完全な前肢、不完全な後肢が発見されたんだ。ダイナソーパーク類層といったら多くの有名恐竜が発見されてる地層だよね。セントロサウルスだったりカスモサウルス、メルクリケラトプスだったりペンタケラトプスとかスピノプス、スティラコサウルス、ユネスコケラトプスだったりとか。めちゃくちゃ角竜のことを好きなのが伝わってくるのだ。ちなみに他の恐竜で言うとコリトサウルス、パラサウロロフス、ランベオサウルスなんかや肉食恐竜あたりでいくとゴルゴサウルスやラスプレトサウルス、ドロマエオサウルスなんかが発見されているよ。要するに恐竜化石の宝庫ってことだよね。まあそういうことなのだ。話をラテニベナトリクスに戻して、それら発見された化石を使用して1969年にリノサウロイドの模型でも知られているテール、アラン、ラッセルによってステノニコサウルスとして記載されたのだ。あれ、ラテニベナトリクスと最初に命名されたわけじゃないんだ。最初は勘違いされて命名されたみたいだね。この標本が明確な親族としてラテニベナトリクスと名付けられたのはそれからずっと後の2017年になってからのことだよ。ちなみに後日ダイナソーパーク類層から追加で3つのラテニベナトリクスのものと考えられている化石が見つかっていて、そのうち1つは骨盤を含んでいるものだったのだ。これによりラテニベナトリクスは骨盤の特徴によって他のトロオドン類と区別できることが判明し、完全に独立した種類だということが判明したのだ。そのラテニベナトリクスにしかない特徴を教えてちょうだい。じゃあサクサクと解説していくから頑張ってついてくるのだ。まず恥骨が17度の角度で前に傾斜していること、そして恥骨の軸が後ろの方に湾曲していること、恥骨の後部表面に大きな筋肉の付着物があり恥骨末端近くまで達すること。だけどこれはドロマエオサウルス類のエスペロニクスにも見られる特徴だよ。骨盤の独自の特徴はこれまでで、お次は他の部位の独自の特徴を紹介していくよ。まず頭からで頭骨の前側の三角形の形状が前尾骨の接触面に単一の深い溝を有していること、第三中足骨裏側の表面がくぼんでいること。この特徴は他のほとんどのトロオドン類には一切見られず、フィロベナトルのようないくつかの属においてははっきりとは確認されていないよ。ついてけずに頭がこんがらがってきたわ。じゃあ表にまとめたからこれを見てほしいのだ。これが他のトロオドン科と違う点だよ。なんとなく理解することができたわ。ありがとう。さてお次はラテニベナトリックスのサイズなどについて解説していくよ。ラテニベナトリクスは一体どのくらいのサイズなの？まず頭骨が推定45センチメートルとされ、全長が3メートルから3.5メートルと知られているトロオドン科の中で最大の種類であるのだ。そして典型的なトロオドン類のようにおそらく原始的な飛行能力を持たない半雑食性の二足歩行動物だったとされ、その生態的地位、
要するにニッチは同じ地層から知られているより小さなトロオドン類であるステノニコサウルスとはおそらく異なると思われているよ。それぞれ違うものを食べていたってことだよね。一体どんな生き物を捕食していたのか気になるよ。どのような恐竜を捕食していたから不明とされているが、ラテニベナトリクスはアンキロサウルス類や角竜類、ハドロサウルス類、パキケファロサウルス類、オルニトモサウルス類、オビラプトロサウルス類、ドロマエオサウルス類、ティラノサウルス類などと他の多くの種類の恐竜と共に生息していたことから、この中から弱っている個体や子供、小型哺乳類、爬虫類、昆虫、卵などを捕食していたと考えられているよ。また雑食なため植物も接触していた可能性があり、果実や葉っぱなんかも食べてたかもしれないのだ。一応これは僕の考えだからあまり信用性はないよ。まあトロオドンの仲間とかもこんな感じの食性だから可能性としてはなくはないね。今回のラテニベナトリクスの解説はここまでです。今日の解説動画はいかがでしたでしょうか。今のところラテニベナトリクスは見つかった化石が少なく、あまり研究が進んでいない恐竜なので、今後研究が進んだらまた動画を出させていただくよ。チャンネル登録して待っててね。それじゃあご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。そういえば、最近アークをプレイしているのだけど、このパラサウロロフスっていう恐竜は、カモの箸みたいな口だったり、頭頂部に何かが伸びていたり、かなり特徴的な頭をしているわよね。実はカモの箸みたいなくちばしをしているのはパラサウロロフスだけでなく、ハドロサウルスの仲間全体がそうだったのだ。そのためハドロサウルス城下はカモの箸竜とも言われているよ。だけど頭頂部にあれほどの管があるのはパラサウロロフスの特徴なのだ。そうだったの。じゃあ詳しい使い道を教えてちょうだい。じゃあ今回は頭頂部の構造や使い道、一体どんな恐竜だったのかを含めて、この動画1本で今のパラサウロロフスについて理解できるようになっているので、ぜひ最後まで見ていってほしいのだ。それでは早速解説していくよ。カナダのアルバータ州で発見され、1922年にカナダの古生物学者ウィリアム・アーサー・パークスによって記載されたパラサウロロフスは約1億4500万年前から6600万年前にあたる白亜紀の期間の約7650万年前から7300万年前、白亜紀後期カンパニアン紀に繁栄し、現代の北アメリカ大陸に生息していた大型のハドロサウルスかランベオサウルスアカの長期薬類なのだ。ここで豆知識としてなのだが、長期薬類は鳥類に近い分類だからという理由ではなく、ただただ足が似ていたというだけでそのように命名されたのだ。ちなみに長期薬類よりも獣脚類の方が分類的に鳥に近いよ。確かに、始祖鳥とか鳥に近いって言われてる恐竜も、獣足類に分類されてるから納得だわ。話を戻して、パラサウロロフスは確定しているもので、ワルケリ、ジュビセン、キリトクリスタクスの3種類が見つかっており、その中の体育標本であるパラサウロロフス、ワルケリの全長は9.4 モーメートルと推定され、相対成長法に基づく体重推定では、体長9メートルの個体は体重が5トン以上あったとされるよ。要するに、この体育標本は全長 9.4 モーメートルで、体重は5トン以上あったってことなのだ。そしてパラサウロロフスの平均サイズは8メートルから10メートル、体高5メートル、体重は4トンから6トンに達したと推定されるんだ。かなりでかいわね。こんなにでかいのにかませ、キャラになってるのは、少し意外だわ。そんなパラサウロロフスは、二足歩行と四足歩行の両方を使いこなすことができる大型の草食恐竜で、植物を効果的にすりつぶせる特徴的な頭蓋骨を持っていたのだ。
葉は数百本が子層に詰まっており、常に交換される作りをしていて、くちばしを使って植物を噛み砕き、頬のような器官で口内に保持することで効率的に接触していたと考えられるよ。また、最大で地上約4メートルの高さの植物を採取できたとされていて、ランベオサウルスアカに属するパラサウロロフスのくちばしはハドロサウルスアカのものよりも狭く、これにより選択的な採食が可能だったと推測されるのだ。ちなみにパラサウロロフスは主に葉やさえ、松葉などを食べる草食動物と考えられているんだ。パラサウロロフスの頭骨には食べる上で欠かせない能力があったのね。そういえば、パラサウロロフスの頭骨といったら、頭頂部の部分って一体何に使用されていたの？じゃあお次は、パラサウロロフスの頭頂部の構造や機能について解説していくよ。パラサウロロフスの最も目立つ特徴は、後頭部から突き出ている部分で、前上顎骨と尾骨で構成された頭蓋管なのだ。冠は中空で、角尾甲から冠の端まで明確な管が伸び、方向を反転して冠を下り、頭蓋骨の中へと入っていく構造をしていて、管は全長が 1.8 メートルで大人1人分に相当するのだが、内部構造はもっと複雑なので、実際に空気が通る道は3メートル以上に達するよ。ちなみに、バルケリの管は単純だが、ジュビセンの管は複雑で、一部の管は毛管で、他の管は出会って分かれていたんだ。そんなパラサウロロフスの頭蓋管の機能が何であったかについては多くの仮説が立てられてきているよ。発見当初は、水中で呼吸するための空気だめ、もしくはシュノーケルだったのだ。だけど、タンクにしては容量が小さすぎるし、シュノーケルにしても、管の先に穴など開いていなかったので、否定されているんだ。現在では、種や性別を識別するための視覚表示、体温調節などよりも、鼻腔内部で声を反響させることで、より大きな声を出せたなどの説が主流になっているよ。面白いなと思ったシュノーケルの説などは否定されてしまっているのね。でも、コミュニケーションや聴覚の向上に使われたのも驚きだわ。最近の研究では、この警官から遠吠えのような音を出して、仲間とコミュニケーションをとってたり、敵を威嚇する際に大きな音を立てていたことが分かっているのだ。今回のパラサウロロフスの解説をまとめると、約7650万年前から7300万年前の白亜紀後期、カンパニアン紀に繁栄し、現代の北アメリカ大陸に生息していた大型のハドロサウルスかランベオサウルスアカの長期薬類なのだ。パラサウロロフスは確定しているもので、ワルケリ、チュビセン、キリトクリスタクスの3種類が見つかっており、パラサウロロフスの平均サイズは8メートルから10メートル、体高5メートル、体重は4トンから6トンに達したと推定されるんだ。特徴的な頭頂部は、警官から遠吠えのような音を出して、仲間とコミュニケーションをとってたり、敵を威嚇する際に大きな音を立てていたことがわかっているよ。今回のパラサウロロフスの解説はいかがでしたでしょうか？この解説動画で少しでも古代生物に興味を持っていただけたら幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ずんだもんさん、私のやってるゲームにアマルガサウルスが登場するんだけど、ここのトゲみたいな部分って何に使っていたの？それ、実は驚きの使い道だったのだ。ということで、今回はその謎を含めてアマルガサウルスについて解説していくよ。この恐竜の神経極の使い道、意外にも退化してる部分など、初めて知るアマルガサウルスの情報などあると思うので、ぜひ最後まで見ていってほしいのだ。それでは早速解説していくよ。まずアマルガサウルスについてざっと知っておきたいから、簡単に紹介してくれない？アマルガサウルスは約1億2940万年前から1億2246万年前の白亜紀前期に
現在のアルゼンチンに生息していた竜脚類恐竜だよ。1984年に発見されたほぼ完全な化石が発見されて、1991年にアマルガサウルスカザウイとして記載されたのだ。全長は竜脚類としては比較的小型で9メートルから13メートル。最も注目すべき特徴は首から背中にかけて2列に並んだ高いトゲで、ケラチン質の鞘を持つ単独の突起だった可能性もあるが、現在では皮膚を支える構造だったとする説が有力だよ。トゲの用途としては視覚的なディスプレイ、仲間内や捕食者との戦闘、あるいは防御の役割が考えられるんだ。まあここら辺は後でまた詳しく解説していくので待っててね。確かにアマルガサウルスって背中あたりのトゲが特に特徴的な恐竜だよね。ちなみにアマルガサウルス以外にもその特徴の恐竜を知ってる？こんな独特な恐竜が他にもいるの？これも後で紹介させていただくので、今はアマルガサウルスについて詳しく解説していくよ。お願いします。アマルガサウルスは白亜紀前期のバレミアン紀からアプチアン紀にかけて形成されたらアマルガ層で発見された草食性の竜脚類で、同じ環境には少なくとも他に3種の竜脚類が共存していたよ。そのためそれぞれが異なる食料源を利用することで競争を避けていたと考えられているのだ。アマルガサウルスはそこで地上約80センチメートルの高さで中程度の高さの植物を食べているなど、あまり背の高い食べ物を食べておらず、他の竜脚類に比べて首が短く体も小型である点が特徴だよ。そのサイズは全長は9メートルから13メートル、体重は約 2.6 トンから4トン、首の長さは約 2.4 メートルと推定されているのだ。体型は典型的な竜脚類と同じで、長いおと首、小さな頭、4本の柱状の足、そして樽型の胴体を持っていましたが、先ほど言ったように首は他の多くの竜脚類よりも短く、これはディクライオサウルス科に共通する特徴だよ。首が短かったのはディクライオサウルス科だからなのね。その少しの違いで食性を他の竜脚類と違っているのが本当に興味深いよ。そんなアマルガサウルスの最初の化石は1984年2月にアルゼンチンの古生物学者ホセ・ボナパルトが率いる探検隊のギジェルモ・ルジェにより発見されたよ。この探検はナショナルジオグラフィック協会の支援を受けて1975年に始まったプロジェクト、南米のジュラ紀と白亜紀の陸生脊椎動物の一環で、その8回目の調査中だったんだ。同じ探検ではあの有名な核を持つ重機薬類であるカルノタウルスのほぼ完全な骨格も発見されているよ。話を戻して、このアマルガサウルスのこの骨格は白亜紀前期、具体的にはバレミアン紀からアプチアン初期の約1億3000万年前から1億2000万年前のラ・アマルガ層の堆積岩から出土したのだ。奇跡的にアマルガサウルスの骨格は非常に保存状態が良く、頭骨の一部を含むほぼ完全なものだよ。やっぱりその生き物を知る上で頭の化石ってかなり大事だよね。そう、頭骨とかで大抵はどんな生き物か想像できるわけだし大事だね。だけど竜脚類とはず頭骨の発見が稀であるため、この頭骨はディクライオサウルス科で2例目なんだ。そもそも化石になる確率が低い上に、重要な部位が化石として残る確率なんて確かにめちゃくちゃ低いから本当稀だね。アマルガサウルスという名称は1991年にレオナルド・サルガドとボナパルトがアルゼンチンの学術誌アメギニアナで正式に記載した際にアマルガサウルス・カザウイと命名されたのだ。この属名はアマルガはスペイン語で苦い、サウルスはギリシャ語でトカゲを意味し、発見地であるラ・アマルガ・アロヨに由来しているよ。首相名であるカザウイは1983年にこの地層の重要性をボナパルトのチームに伝え、発見に貢献した地質学者ルイス・カザウにちなんで名付けられたのだ。ルイス・カザウさん、あなたの言っていることは正しかった。そんなルイス・
カザウさんが目をつけた地層から発見されたアマルガサウルスはディプロドコイデア類に属する現在8属9種で構成されているディクラエオサウルス科に分類される恐竜と判明したのだ。そのディクラエオサウルス科はアマルガサウルス以外にどんな恐竜がいるの？アマルガサウルス以外にはリンウーロン、ブラキトラケロパン、スーワセア、ディクラエオサウルスなどが含まれるよ。その中にアマルガサウルスも含まれているのだが、ディクラエオサウルスやブラキトラケロパンよりはやや派生的とされているよ。まあそのグループで背中からトゲが飛び出してるのはあんまりいないと思うから派生的なのは納得だね。ディクラエオサウルス科はディプロドクス科での姉妹群であるため、いずれも箱型の吻部と顎の前側に限られた細い歯を持っていたのだ。またディクラエオサウルス科とディプロドクス科は頸椎、頭椎の二股に分かれた神経極を共有しており、特にディクラエオサウルス科ではこの神経極が非常に長く伸び、アマルガサウルスでその特徴が最も顕著に現れているよ。そのアマルガサウルスの極端に細長く二股に分かれた神経極の機能とかを教えてほしいよ。じゃあようやくアマルガサウルスの神経極の謎を解説していくよ。まず1991年にサルガドとボナパルトはトゲの形状から捕食者への防御手段である可能性を示唆し、またディスプレイとして求愛や威嚇にも使われたと考えたのだ。その後の復元では2列のトゲが皮膚の方を支えていたという説も登場したんだが、グレゴリー・ポールは1994年にこのトゲが円形断面であることを理由に穂の存在には否定的で、むしろケラチン製の鞘がトゲを覆っていたとし、トゲがさらに長かった可能性を示したんだ。これらのトゲは当時首を動かして武器のように使われたとも考えられており、サルガドはトゲ同士をぶつけて音を出していた可能性も提唱しているよ。一方でチャック・ベイリーは1997年にこのトゲがディメトロドンのような穂を支えていた可能性を示したが、トゲの間隔が狭いため2つの穂があったとは考えにくく、むしろ1枚の皮膚に覆われた構造であった可能性を挙げているのだ。また後半の背部や尾のトゲがパドル状であったことから、ベイリーはアマルガサウルスの腰に肉質のコブが存在していたと推測し、これはバイソンなど原生のコブを持つ動物との類似性を指摘していたんだ。ちなみに彼は同様の仮説をスピノサウルスやオーラノサウルスにも適用しているよ。そして2007年、ダニエラ・シュワルツらはディクラエオサウルス科やディプロドクス科の二股に分かれた神経極が呼吸器系の一部である機能を囲んでいた可能性を示したのだ。特にディクラエオサウルスではこの機能がトゲの間の空間全体に広がっていたが、アマルガサウルスでは下部3分の1に限定され、頂部はケラチン質の鞘で覆われていたと考えられたのだ。2016年にはマーク・ハレットとマシユー・ウェデルがアマルガサウルスが首を素早く後ろに引くことでトゲを捕食者に突き刺す防御行動をとっていた可能性を提唱したよ。またトゲはディスプレイ用途にも使われ、オス同士がトゲを絡ませて戦っていた可能性も考えられているんだ。2019年、パブロ・ガリーナらはアマルガサウルスに似たバジャダサウルスを研究し、両者のトゲは捕食者から身を守るための防御機能を持っていたと結論付けたのだ。特にバジャダサウルスではトゲが前方に伸びており、捕食者への抑止力がより高かったとされるよ。またトゲはケラチン質の鞘で覆われ、これにより長さが 50% ほど延長されるだけでなく、構造的な脆さも補強されていたと考えられるのだ。しかし2022年、イグナシオ・セルダラによる最新の研究では、アマルガサウルスやその近縁種のトゲの骨組織構造の詳細な解析から、トゲはケラチンの鞘ではなく皮膚状の穂で覆われていた可能性が高いとされているんだ。トゲには血管が豊富に存在し、成長の痕跡も見られることから、この補説の信憑性が高まっているよ。要するにどんな感じなの？要するに今まではケラチンで覆われ攻撃用と多くの人が解釈しているが、
2022年の最新研究では皮膚状の穂で覆われていた可能性が高いとされているとされ、血管も豊富に存在したことから体温調節や静的ディスプレイにも使われたんじゃないかって感じだよ。結構戦いに使ってたイメージがあるから、かなりイメージチェンジが起きた感じがするよ。まあ、あんなトゲトゲしてたら攻撃用かもって一度は思うと思うから仕方がないのだ。気を取り直して、2014年にパウリナ・カラバハルらはアマルガサウルスの頭蓋骨を CT スキャンして脳空洞の鋳型である頭蓋エンドキャストと内耳の3次元モデルを作成したのだ。その結果、頭蓋エンドキャストの容積は約 94ml から 98ml で、内耳の大きさは高さ 30mm、幅 22mm だったのだ。これは一体どういうことを表してるの？これは要するに内耳の聴覚に関わる部分であるラゲナが短かったことから、アマルガサウルスの聴覚は他の研究されている竜脚類に比べて劣っていたということを指しているんだ。いろいろアマルガサウルスに初めて知ることが多かったよ。ありがとうございます。今回のアマルガサウルスの解説はいかがでしたでしょうか。この動画で少しでも古代生物に興味を持っていただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。最近 NHK のデイノケイルスを特集した恐竜超世界を見て興味を持ったんだけど、一体この恐竜はどんな恐竜だったの？ NHK の恐竜超世界かなり面白いし、画質とかもいろいろ綺麗だよね。ということで今回はデイノケイルスについて解説していくよ。このデイノケイルスは見た目に問わずある恐竜のグループに所属していたり、腕の化石によって多く混乱が生まれた恐竜なので、ぜひそこの点を逃さず見ていってほしいのだ。それでは早速解説していくよ。デイノケイルスはおよそ7000万年前のモンゴルゴビ砂漠付近に生息していた重機ヤクア目オルニトミモサウルス類の恐竜だよ。今のところデイノケイルス、ミリフィクスのみが発見されていて、俗名のデイノケイルスはギリシャ語で恐ろしい手を意味していて、種小名であるミリフィクスは尋常ではないを意味し、これらはデイノケイルスの最大の特徴である腕が由来となったんだ。昔母親に連れて行ってもらった国立科学博物館のイベントに展示されていた気がするわ。恐竜博2019のやつだね。あれは面白かったのだ。まあその腕の件にも動画の隙間に解説するので、お次はデイノケイルスのもっと基本的なことから解説していくよ。まず学名の由来になるくらいインパクトがある腕はなんと 2.4 メートルもあったとされることが判明していることからもわかるように、デイノケイルス本体もかなりでかくて、全長は11メートル、体重は 6.4 トンほどと肉食恐竜カオマケのサイズなのだ。これだけしか発見されていた当時はどのような恐竜であったかは想像の域を超えていて、指は3本で先端には鋭い鍵爪がついているが、腕の骨そのものはさして頑丈ではないことからコエルロサウルス類に属し、首が長く頭部も比較的小さく二足歩行をしており、体躯に対する前肢の比率はカルノサウルス類より大きかったとの推定から、もう少し小さかったのではないかという異論もあったが、カルノサウルス類の中でも最大級のものに匹敵する全長12メートルという説があったんだ。そして2006年から2010年までユンナム教授をリーダーに腕だけを見てオルニトミモサウルス類と推測主張していた小林義嗣教授と2人が支持していたカナダアルバータ大学のフィリック・J・カリーを中心としたチームがゴビ砂漠で恐竜発掘調査を実施し、2006年と2009年に2体のデイノケイルスの骨格化石が発見されたんだ。個体を調べた結果、デイノケイルスは重機薬類オルニトミモサウルス類の恐竜であり、オルニトミモサウルス類は骨を空洞にして軽量化することで走行性に適した構造なのだが、一方のデイノケイルスは軽くなった体を巨大化へと利用して進化を遂げたと推測されたのだ。
そして見た目の特徴としては名前の由来にもなった特徴的な大きな腕、カモの端のようなくちばし、さらにはスピノサウルスのように背中には帆を持っていたよ。この特徴的な腕などは当初恐ろしげな腕とかぎ爪によって獲物を攻撃捕食する獰猛な肉食動物とも考えられたが、前述のように腕はそれほど強力ではなく、デイノケイルスから遺跡と思われる1000個以上の小さな石と消化されかけた魚の椎骨が発見されたことから魚を食べることが分かっていて、魚などの小動物を捕らえるのに用いたほか、樹木の枝を手繰り寄せたり肉食恐竜に襲われた時の防衛用とも考えられているよ。そして背中にあるスピノサウルスの四つな穂は侵入した機能によって高度に空気化しており、呼吸器系とつながっていたんだ。そのため脊椎は竜脚類恐竜と同様に空気化しており、広範な陥没システムを有していたんだ。穂にはそのような使い方があったとは知らなかったわ。ではここからデイノケイルスの基本情報のため省いてしまった情報を詳しく解説していくよ。基本情報のまとめにもなっているから、ぜひ最後まで見ていってね。まずデイノケイルスっていう恐竜は昔はどんなグループに属してるのかよく分かってなかったんだけど、最初は肉食の重気役類、特にカルノサウルス類に分類されてたんだ。でもすぐにオルニトミモサウルス類との共通点が見つかって方向性が変わっていったよ。確か小林教授はカルノサウルスの仲間と思われてた時代からオルニトミモサウルス類を推していたのよね。そう、それでより完全な化石が発見されたことで、実はデイノケイルスは原始的なオルニトミモサウルス類で、小型のガルディミムスやベイシャンロンと禁煙な存在だって分かったんだよ。これらと一緒にデイノケイルス科っていう新しいグループが形成されて、他のオルニトミモサウルス類みたいに速く走るんじゃなくて、むしろのんびりした動きに特化してたってことも判明したんだ。そしてデイノケイルスは雑食性だったらしくて、頭の形からは植物を食べていたっていう証拠があるし、胃の中からは魚の鱗や骨も見つかってて、動物性のものも食べてた可能性もあるとされているんだ。だがあの巨大な前足にある鈍くて太い爪は植物を掘り起こしたり集めたりするのに使ってたんじゃないかと考えられていて、まさに器用な草食雑食恐竜って感じだよ。全長が11メートルもあるのに、こんな爪を持っていたら肉食恐竜でもひとたまりないわね。そんなデイノケイルス、パッと見た感じ頑丈のように見えるが、体の構造を見るとほとんどの骨が木の腕スカスカになってて、これは軽量化のためだったとされているよ。で、骨盤も大きくて巨大な体をしっかり支えるための強力な筋肉がついてたっぽい。さらに尾の構造も特徴的で、線状の羽毛があった可能性が高く、これが異性にアピールするためのディスプレイ行動に使われていたんじゃないかって言われてるんだ。カルノタウルスは前腕を使ってアピールするのと同じで、デイノケイルスもを使ってアピールしていたのね。そんなデイノケイルスの鎖骨は U 字型で、これは他のオルニトミモサウルス類には見られない特徴だよ。そして足は太くて短めで、すねよりも太ももの骨が長くて、これは大型動物に共通する形だね。足の骨も重い体を支えるためにがっしりしていて、ティラノサウルス類にちょっと似た構造になってるんだ。足の爪も丸くて鈍く、水辺を歩いても体が沈まないような形だったんじゃないかとも考えられてるよ。また魚を食べていた証拠になるわね。2014年にはデイノケイルス科っていうグループがちゃんと定義されて、ガルディミムスやベイシャンロンもそこに含まれるようになったんだ。このグループは他のオルニトミモサウルス類と違って歯を持たないっていう共通点もあったんだ。さらに2020年にはメキシコから新しいデイノケイルス科の恐竜パラクセニサウルスが発見されて、北アメリカにもこのグループが広がっていた可能性が示されたんだ。それによってローラシア大陸起源説や極地を越えての分布の可能性まで出てきたんだよね。
例のケイルス科は、意外にもアジアから離れて、北アメリカ大陸にも生息していたのね。正直、あまり聞かないグループだから、モンゴル付近の固有種的な感じだと思っていたわ。また、レイのケイルスの手の爪はテリジノサウルス類のアルクササウルスに似ていて、植物を引っ張ったり集めたりするのに使われてたっぽいよ。骨格を見るとそんなに機敏に動くような構造じゃなくて、基本的にはのんびり移動するスタイルだったっぽいんだ。巨大な体は捕食者から身を守るのに役立った反面、従来のオルニトミモサウルス類とは違いスピードは捨てていたわけだね。目の構造からは中高生だった可能性が高くて、脳の大きさは体に対してかなり小さく、鳥類やトロオドン類と似てるけど、機能的にはシンプルなものだったと考えられているんだ。つまり、あんまり複雑な社会行動や俊敏なバランスを必要としない生活をしてたってことだね。さらに、空気骨格がかなり発達していて、これは現代の鳥だと飛行に役立つんだけど、レイのケイルスの場合は巨体の軽量化や代謝、体温調整なんかに使われてたかもしれないって言われてるよ。骨の微細構造を調べた研究では、成体になる前に急成長していたってことが示されていて、高い代謝率を持っていた可能性があるんだ。くちばしの形はアヒルっぽくて、水中の植物を食べるのに適してたし、顎の筋肉も弱かったから、柔らかい植物を吸い込んで食べていたとされてるよ。大きな舌も使って水の底で食べ物を探していた可能性が高く、胃の中からは1400個以上の遺跡が見つかってて、それで食べたものをすりつぶしてたっぽいね。魚の骨や鱗も見つかってるから、完全な草食性じゃなくて雑食性だったのは確実らしいよ。お腹の内から魚の骨や鱗が出てきているんだし、魚と植物を食べる雑食ではありそうだね。最近の研究では、草食恐竜の食べ方には、口で処理せず腸で処理するタイプと、口の中でしっかり処理するタイプがあって、レイのケイルスは前者に属してたらしい。他のオルニトミモサウルス類や竜脚類なんかも同じパターンだったみたいで、この方法に適応した結果、何回か大型化する進化をしたんじゃないかって言われてるよ。最後に、2022年の研究では、顎にかかるストレスの分布型の恐竜とかなり違ってて、レイのケイルスはやっぱりかなり得意な食性を持った恐竜。初期にはその巨大な腕から捕食恐竜だとも思われてたし、木登り恐竜説や水草を引っ張る説なんかもあったけど、今ではのんびり雑食で水辺を歩いてたちょっと変わった恐竜だったっていうイメージが強いよね。今回のレイのケイルスの解説はいかがでしたでしょうか。この動画で少しでも古代生物に興味を持っていただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ずんだもん先生、恐竜を絶滅させた根源となる隕石がどこに落ちたか知ってる？それは知ってる。ユカタン半島だよね。逆にその地区シュルーブ隕石の影響で衝突の冬という現象が起きても絶滅せずにしぶとく生きた恐竜がいるって知ってる？知らなかったわ。本当にそんな恐竜がいるの？じゃあ今回は大量絶滅をしぶとく耐えたアラモサウルスという恐竜について解説していくよ。このアラモサウルスは驚くべきことに衝突してからもかなり生き残った種類なので、ぜひそこもチェックしながら見てほしいのだ。それでは早速解説していくよ。アラモサウルスは白亜紀後期マーストリヒト期の北米南西部に生息していたタイタノサウルス類の竜脚類で、唯一知られている種はアラモサウルスサンジュアネンシスなんだ。北アメリカでは約3000万年ぶりに現れた竜脚類で、南アメリカから移住してきた恐竜と考えられているよ。なぜアラモサウルスは南アメリカから北アメリカに移住してきたの？それはまた後ほど解説するので待っててね。話を戻して、アラモサウルスは生体で全長約26メートル、肩までの高さが5メートル、体重は最大で35トンに達していて、
さらに一部の化石はこれ以上大きかったとされる証拠も見つかっているのだ。そのためアラモサウルスは北アメリカで知られる最大級の恐竜とされていて、繁栄した証拠なのか、化石はマーストリヒト期のさまざまな地層から発見されているよ。またテキサス州で見つかったアラモサウルスの幼体の標本は白亜紀末期のほんの数メートル手前の地層から出土していて、アラモサウルスが最後の飛鳥類型恐竜の一種であった可能性が示されていんだ。飛鳥類型恐竜って何？レームさんは恐竜の重機薬類から進化して鳥類が誕生したのは知っているよね。それはもちろん、羽毛の生えた恐竜から進化したのよね。まあそんな感じ。まあこれを知ってるとわかるのだが、恐竜が絶滅したと記載したりするとき、実質的に鳥類も絶滅したことになってしまうんだ。そのため鳥類は鳥類、それ以外の絶滅した恐竜たちを非鳥類型恐竜とされているのだ。だから要するに非鳥類型恐竜は鳥類を除いた恐竜ってことだよ。確かに、恐竜が絶滅したというと鳥類も含まれちゃうから、このように2つのグループに分けて呼べるグループ名がある方が便利だね。いろいろ理解してもらえて何よりなのだ。案の定アラモサウルスも非鳥類型恐竜に分類されるのだが、竜脚類に分類されてることもあり、特徴もまんま同じで、長い首と比較的長い四肢を持っていたんだ。そしてティタノサウルスの派生したグループに見られる特徴を持っていて、体の一部が骨の鎧で覆われていたのだ。ちなみにさっき省いてしまったが、基地の生態標本、特に TMM41541 に基づいて、その全長は約26メートル、肩の高さは約5メートル、体重は35トンと推定されているが、研究者の中にはアラモサウルスがさらに大きく成長した可能性を示唆するものもあるって言ったよね。確かに言ってたわね。これまでに見つかっている完全な骨格のほとんどは幼体または小型の生体が多いのだが、 SMP、VP2104 といった断片的な標本はアラモサウルスが非常に巨大化し、最大の恐竜として知られるアルゼンチンサウルスに匹敵するほどのサイズに達した可能性があるんだ。そこで2人の研究者の説をついて紹介するよ。よろしく頼むわね。まず1人目は恐竜学者のトーマス・ホルツさんで、このトーマスさんはアラモサウルスのサイズを最大で全長30メートル以上、体重 72.5 トンから80トンに達する可能性があると述べたんだ。そして2人目は恐竜研究者のスコット・ハートマンさんで、スコットさんもまた巨大な頸骨の化石に基づいてアラモサウルスの全長を28メートルから30メートル、体重をアルゼンチンサウルスやプエルタサウルスと同等と推定しているよ。ただし彼が研究したその頸骨が本当にアラモサウルスのものなのか、あるいはこれまで知られていない新種の巨大竜脚類に属しているのかは不明であるとも述べているため、この恐竜の最大サイズに関してはまだ確定的な結論が出ていない状況だよ。やっぱり断片的な化石だけじゃよくわからない部分も多くあるのね。確かに、白亜紀の終盤らへんに生息していたティタノサウルスの仲間は、でかいやつも多いから、アラモサウルスもでかそうだけど、アルゼンチノサウルスと、プエルタサウルスとかに並ぶのは実感が湧かないわ。確かに、断片的な化石だけじゃ詳細なサイズでさえわからないよね。アラモサウルスに関しては、頭蓋骨よまだ発見されてなく、骨格とともに発見された棒状の歯は、おそらくこの恐竜に属していただろうという感じなんだ。しかし断片的な化石でもらちゃんと特徴が判明していて、尾の中央部から見つかった椎骨には中心が長く伸びた特徴があり、外側には浅いくぼみのような構造であるフォッサが見られたよ。こうした浅いフォッサはサルタサウルスやマラウィサウルス、エオロサウルス、ゴンドワナキタンなど他のティタノサウルス類にも見られる特徴なのだ。またベネノサウルスも同様にくぼみを持っていたのだが、それらはより深く椎骨の内部に浸透し、複数
の部屋に分かれて脊柱にまで及ぶなど構造的に異なっていたんだ。またアラモサウルスはベネノサウルスよりも頑丈な前肢の骨、特に頭骨を持っていた点でも区別されているよ。アラモサウルスたちとエネノサウルスたちの違う点は、エネノサウルスの方がより深いくぼみを持っていたのだが、それらはより深く椎骨の内部に浸透し、複数の部屋に分かれて脊柱にまで及ぶなど、構造的に異なっていた点、アラモサウルスはエネノサウルスよりも頑丈な前肢の骨を持っていた点とかが挙げられるんだね。そうだね。そして絶賛成長をさせていこうと関する研究では、2008年にリーマンとウッドワードがアラモサウルスは生まれてから45年以内に体重3万 2000kg を超えるまで成長し、年間最大 1000kg のスピードで体重が増加すると推定したんだ。一方でテレビ番組である先始時代の惑星では、アラモサウルスの寿命は少なくとも70年と考えられているよ。また発見された足跡の解析により、アラモサウルスは大地面に引きずらず、時速約 3.2km から 4km の比較的ゆっくりとした速度で歩いていたことが分かっているのだ。こうした様々な証拠から、アラモサウルスは巨大で頑丈な体を持ち、成長が早く長寿で歩行も安定していたと考えられているよ。体がでかいだけで強いのに、素早く成長できるのはほんと抜け目がないわね。確かに、いくらでかく恐竜でも幼体だと何も太刀打ちできないから、素早く成長できるのは良いポイントだよね。そんな研究に欠かせないアラモサウルスの遺骨はアメリカ南西部全域で発見されており、その最初の標本であるホロタイプは1921年6月、チャールズ・ホイットニー、ギルモアとジョン・バーナード・リースによってニューメキシコ州オホアラモ層、あるいはカートランド層で発見されたのだ。この地層は白亜紀後期のマーストリヒト期に形成されたもので、他にもユタ州のノースホーン層やテキサス州のブラックピークス層、チャベリナ層といった同時代の地層からもアラモサウルスの骨が見つかっているよ。アラモサウルスの名前の由来については誤解も多く、テキサスのアラモの戦いに由来すると言われることもあるのだが、俗名のアラモ、マスペイン語でポプラの木を意味し、サウルスはギリシャ語でトカゲを意味する一般的な設備字なんだ。そして死傷名のサンジュアネンシスは発見地であるニューメキシコ州サンファン郡に由来しているよ。てっきり私もテキサス独立戦争中に起きたアラモの戦いが由来しているのだと思ったわ。この属には一種アラモサウルス、サンジュアネンシスのみが含まれており、左肩甲骨、右の骨盤が1922年にギルモアによって記述されたよ。その後、より完全な標本である USNM15660 が1937年にユタ州で発見され、1946年に記述され、完全な尾や右前肢、両側の座骨が含まれていたのだ。ただし、後の研究により、ティタノサウルス類では指は骨化しないことが判明しているのだ。20世紀後半までは、アラモサウルスの断片的な化石がティタノサウルス類の代表的資料とされ、特に最もよく知られる標本であるテキサス州の葉体骨格は、アラモサウルスのサイズや質量の推定に大きな役割を果たしたよ。現在も多くの追加標本が発見されているのだが、その多くは詳細な記述が行われているが、アラモサウルスの比較的完全で知られる標本である USNM15660 と同じアクセス番号で登録されたいくつかのものは、その骨の印象から近くで発見されたことが分かっており、これらは2009年に古生物学者マイケル・ブレッド・サーマンによって最初に調査されたのだ。彼は2015年にそれらのブロックにコッシユという骨にできる良性腫瘍が含まれていると報告し、アラモサウルスにおけるコッシユの存在が初めて確認されたんだ。またテキサス州ダラス
スのペロー博物館に展示されているアラモサウルスの骨格復元は1997年に学生のダナ・ビアサッティがハイキング中に発見した椎骨の連なりに基づいており、発見された遺跡には9つの連結した頸椎が含まれていたよ。ハイキング中に見つけるなんて、とんでもなく手慣れてるわね。自分たちもどこか地層のある山を歩いて化石を見つけたいよね。気を取り直して、先ほど言った通り、アラモサウルスの化石は主にオホアラモ層とテキサス州のジャベリナ層で発見されており、特にオホアラモ層は約6800万前から6600万年前にあたるよ。もう一つのジャベリナ層の正確な年代は不明確なのだが、アラモサウルスの容体の標本は白亜紀と古生代の境界をまたぐブラックピークス層からも報告されているのだ。標本の一部はTG 境界という恐竜が隕石衝突や衝突の冬による影響で絶滅したことを示す地層の数メートル下からアラモサウルスが発見されているよ。ということは、さっき言ってたようにアラモサウルスは6600万年前の大量絶滅を生き延びていたってことなの？まあ、その地層も約6600万年前のものとされますが、地域におけるその境界の正確な位置ははっきりしていなく、ウラン、鉛法で年代測定された結果、約6480万年前のものと推定されたんだ。要するにTG 境界の70万年後であって、この時代まで生き残っていた可能性十分に高いよ。だからレームさんが言っていたように、アラモサウルスは6600万年前の大量絶滅を実質的に生き残っていたんだ。しかし6500万年に対する70万年はほぼ誤差の範囲と言っている研究者もいるよ。衝突の冬の期間が数十年とかだから、70万年後まで繁栄できたことが証明されているアラモサウルスは本当にすごいわ。衝突の冬によって植物が枯渇する中、あの巨体で食料を維持し、70万年間も生き残っているのは本当にすごいことだよね。ところで、アラモサウルスは約3000万年にわたる竜脚類の化石、空白期間の後、白亜紀末期に北アメリカで確認され、約7000万年前にはララミリア大陸南部で主要な大型草食恐竜となっていたのだ。その起源については複数の仮説が存在し、現在も議論が続いているよ。今回はその中でも有力な説を解説していくのだ。第一の仮説は南部移民説。アラモサウルスは南アメリカのティタノサウルス類、特にペレグリニサウルスのような種から進化したとされるものだよ。この説では同時期に南アメリカから北アメリカへと移動したとされるハドロサウルスの存在と比較して、同様の分散経路がアラモサウルスにも適用される可能性が示唆されているんだ。ただしマーストリヒト期の当時、北アメリカと南アメリカは島の連なりでしかつながっていなかった可能性があり、こうした環境が大型陸生動物の移動を困難にしていたという批判もあるよ。第2の仮説は内陸残存説。実際にはティタノサウルス類は白亜紀後期を通じて北アメリカに存在していたが、化石が見つからないのは彼らが主に高地に生息しており、そうした環境の地層は化石を保存しにくいからだというものなのだ。しかしセノマニアン期以降の地層からは竜脚類の明確な証拠がほとんど出ておらず、過去に北米にいた竜脚類もアラモサウルスのような派生的なリトストロティア類ではなく、より規定的なグループに属していたよ。第3の仮説はアジア起源説。アラモサウルスが南アメリカではなくアジア由来であるとするもので、特にアジアのティタノサウルス類オキスとコエリカウディアとの類似性が根拠とされているよ。しかしこの分析はアラモサウルスの南米の親戚であるペレグリニサウルスを含んでいない点が問題視されているのだ。加えてアジアと北米をつなぐベーリング陸橋は寒冷な高緯度環境にあり、熱帯、亜
熱帯性のティタノサウルスにとって適さなかった可能性があるんだ。さらに北ララミディアを経由して南に到達する必要があるにもかかわらず、その地域からはアラモサウルスに匹敵する時代の竜脚類の化石は発見されていないよ。これらの点を踏まえ、多くの研究者はアラモサウルスの起源を南アメリカに求める見解を支持しており、キャレンザラもこの仮説を多大地実行可能な起源としているのだ。これほどしっかりとした意見があるなら、南アメリカが起源で間違いなさそうね。今回のアラモサウルスについての解説はいかがでしたでしょうか。この動画で少しでも古代生物に興味を持っていただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。